皆さん、こんにちは。綾野ズジャパニーズラーニングハブの綾野です。皆さん、お元気にしてますか？もう、2025年も終わりですね。正直、早すぎませんか？今のマドリードは、キリッとした冷たい風が吹いていて、街中のクリスマスイルミネーションが本当に綺麗なんです。白い息を吐きながら歩くこの季節。私は結構好きなんですよね。ちなみに先週日本人のママ友と忘年会にも行ってきました。忘年会っていうのは友達や同僚とお疲れ様を言い合ってお酒を飲むことですね。この文化は日本っぽいですよね。はい。ということで今日はスペシャル企画です。今日はね、2025年、このチャンネルで公開した動画の中で、最も再生されたトップ20を一気にお届けします。これ聞いて、あの動画ランクインしてるかなーって予想できますか？日本語学習のアドバイスの話から、日本の文化、ちょっとした失敗談までありますよ。皆さんが選んだ今年のベストエピソードが詰まっています。日本語のリスニングの復習にもぴったりなので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。それではスタートします。皆さんこんにちは。今日は日本語が上達する人の特徴についてお話しします。言語学習って楽しいですけど、大変ですよね。私はスペインに来て2年経ちます。でも、まだまだスペイン語が話せません。スペイン語を勉強しないといけないのに、韓国語にも興味があります。私は注意散漫なところがあって、継続するのが苦手なんですよね。日本語を上手に話したり書いたりすることは難しいと言われていますよね。でも少しずつ努力を重ねることで誰にでもできるようになります。今回は日本語が早くすぐに上達する人の特徴を5つのポイントに分けてお話しします。そのために大切なことをいくつかお伝えします。まず1つ目は、毎日の学習習慣を作れていることです。何か新しいことを覚えるためには、毎日少しずつ続けることが大事です。例えば、毎朝10分だけ本を読む時間を作ってみてください。もしくは、新しい言葉を3つ覚える時間を決めたりしてみましょう。10分や3つという短い時間でも毎日続けることで少しずつ力がついていきます。次に2つ目は無理のない目標を立てることです。目標というのは頑張る方向を決めるための地図のようなものです。例えば、1ヶ月で覚えたい言葉を20個に決めるのは短期目標とします。1年で本を1冊読むのは長期目標です。短期目標と長期目標の両方を決めると
頑張る道がわかりやすくなります。そして、これならできると思えるくらいの目標を立てることが大事です。3つ目は、コツコツと積み重ねることです。たとえ1日だけたくさん勉強しても続けなければ意味がありません。上達するためには少しずつでもいいので続けることが必要です。例えば毎日ちょっとずつ練習してみましょう。気がつくとこんなにできるようになったんだと感じる日が来るんです。この動画を10分毎日見るのでもいいですね。ただ大事なことはそれだけではありません。それは楽しく学ぶことを忘れないでくださいということです。日本語を使って好きな本を読んだり、友達と会話をしてみましょう。アニメやゲームでもいいです。何か楽しいことを見つけながら学ぶと、もっとやる気が出ますよね。まとめると、毎日の学習習慣を作り、無理のない目標を立ててみましょう。そして、コツコツと続けることで、日本語がどんどん上手になるはずです。こういったことができている人が、日本語が早く上達していますね。二つ目は、インプットとアウトプットのバランスを上手に取ることです。この二つについて順番にお話しします。まず、インプットについてです。インプットというのは、読むことや聞くことを通して言葉や表現を自分の中に取り入れることを言います。例えば、毎日少しずつ本を読むことです。それから、このチャンネルの動画を毎日少しずつ聞くことです。こういったことがインプットになります。また、知らない言葉があったら、辞書を使って調べてみるのもいいですね。このようにインプットを増やすことで、新しい言葉や表現をどんどん覚えることができます。次にアウトプットについてお話しします。アウトプットというのは、話したり書いたりして自分の中にある言葉を外に出すことです。インプットだけではなく、自分の言葉で表現する練習も大事です。例えば、学校で学んだ言葉を使って家族と話してみることです。日記を書く、友達と会話を楽しむといったこともアウトプットになります。あとは独り言もそうです。私もよく英語を勉強しているとき、独り言を喋るようにしていました。アウトプットをすると、自分はこんなことが言えるんだと自信がついてきます。そして最後に大事なことは、インプットとアウトプットを組み合わせることです。インプットで覚えた言葉をアウトプットで使ってみると、その言葉がもっと自分のものになります。例えば、本で読んだ面白い話を友達に話してみるといいですね。こうすることで日本語を使う楽しさもどんどん広がります。
皆さんも読む、聞くといったインプットを増やしてみましょう。そして話す、書くといったアウトプットを組み合わせてみてください。そのバランスを大事にすることで、きっと日本語がもっともっと上手になるはずです。3つ目は、その言葉が使われる場面や文化を知ることです。まず1つ目は、日本語のテレビ番組や YouTube、ポッドキャストを活用することです。これらのメディアはネイティブの人たちが話している自然な日本語を聞くことができます。例えば、好きなアニメや子供向けの番組を見てみることです。そこで新しい言葉やフレーズを楽しく学ぶことができます。私は最近スペイン語を学ぶためにペッパーピッグという子供向けのアニメを見ています。また聞いた言葉を真似して言ってみるのもいい練習になりますよね。2つ目は漫画や小説を読むことです。漫画や小説の中には会話で使う言葉や感情を表す表現がたくさん出てきます。中には漫画やアニメっぽい話し方になってしまうよという人もいるかもしれません。そうかもしれませんが、それ以上に会話でよく使うフレーズがたくさん出てきますので、私はアニメや漫画を使って日本語を勉強することは一つの有効な勉強方法の一つだと思っています。それに楽しいですしね。それから3つ目は文化的な背景を知ることです。例えば日本のお正月やお祭りについて学ぶと、その時に使われる特別な言葉や表現を知ることができます。これを知ることで、ただ言葉を覚えるだけでなく、その言葉がどのように使われるのかを理解することができます。言葉は文化と一緒に覚えることで、もっと自然に使えるようになります。まとめると、大事なことは楽しみながら学ぶことです。好きなアニメを見たり、面白そうな漫画を読んだりすることで楽しく続けることができます。好きなことを通じて学んだ言葉はきっと忘れにくいですよ。私も韓国ドラマが大好きでよく見ます。韓国ドラマに出てくる言葉、ミヤネとか、カムサムニダ、サランヘ、そういったよく出てくる言葉はすぐに覚えることができました。4つ目はミスを恐れないことです。この大事なポイントについて具体的にお話ししますね。まず覚えておいてほしいのは、間違えることは悪いことではないということです。むしろ間違えることは新しいことを学ぶチャンスです。例えば、新しい言葉を使ってみたけれど、少し間違えたとします。それを直してもらえれば、次からもっと上手に使えるようになります。それに頭の中に印象的に残るので、すぐに覚えられます。私もミスをしたことはたくさんあります。スペインでもスペイン語を勉強しながら間違いをいっぱいしています。一度スペインの方に近いということを言いたかったことがあります。
近いというのはスペイン語ではセルカと言います。でも私は間違えてヌンカと言っていました。そのスペインの方は私が何を言ってるんだろうと困っていました。でも一生懸命聞こう、わかろうとしてくれていました。家に帰ってあの時なんて言うべきだったんだろうと思って辞書で調べてみました。それでやっとヌンカではなくセルカと言うべきだったんだということがわかりました。それからはヌンカとセルカの意味はしっかりとインプットできました。もう間違えることはありません。このように間違うことを恥ずかしいと思う必要はありません。間違えた分だけ成長できると考えてみましょう。次にフィードバックを活用することについてお話しします。フィードバックというのは先生や友達が教えてくれるアドバイスのことです。例えば日本語の先生が発音を直してくれたりしますよね。また言語交換のパートナーがもっと自然な言い方を教えてくれたりすることがありますね。その時にありがとうと言ってそのアドバイスを受け入れることでどんどん成長できます。フィードバックは宝物のようなものです。そして改善するプロセスを楽しむことも大切です。例えば、昨日できなかったことが今日はできるようになるとちょっと嬉しいですよね。この前聞き取れなかったのに今は聞き取れると感じると私もすごくモチベーションが上がります。この小さな成長を楽しい、もっとできるようになりたいと思えるともっと頑張ろうという気持ちが出てきます。日本語の勉強をゲームのように楽しむことで自然と力がついていきます。まとめると、自信を持って挑戦し続けることが大事です。間違いを恐れず、アドバイスを大事にしてみましょう。自分の成長を楽しむことで、皆さんはきっと日本語がもっと上手になります。日本語をもっと上手に使えるようになるためには、特別な才能だけではありません。言葉を覚えるのには時間がかかるということを知っておいてほしいなと思います。例えば、皆さんが自転車に乗れるようになるまで何度も練習したんじゃないかなと思います。筋肉もすぐにはムキムキになりませんよね。それと同じで日本語を上達させるためにもすぐに上手くなるわけではありません。少しずつ時間をかけて練習することで必ず上手になります。急がなくても大丈夫と思う気持ちを持つことが大切です。今回は日本語というよりは言語を上達するために大事なことでしたね。私自身にも言い聞かせることでした。話の内容をまとめましょう。習慣化、インプットとアウトプット。文化的背景の理解やミスを恐れないこと。また、学習のモチベーションを保つこと。こういったことができている人が上達が早いですね。いきなりすべてを行うのは難しいと思います。皆さんの自分に合うポイントから始めてみてください。私も
スペイン語の学習を頑張りたいと思います。ぜひ皆さんも日本語の勉強をコツコツ頑張ってみてください。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日は日本人が日常会話でよく使う言葉を紹介します。皆さんが日本語を学んでいて、教科書には出てこないけど、よく聞く表現ってありませんか？よく日本人が言ってるよなぁという口癖です。例えば、なんかとか、やばいとか、こういう言葉です。こういう言葉ってネイティブの会話にはたくさん出てきます。でも辞書ではあまり詳しく載っていないんですよね。でもこれらの表現を知って使えるようになると会話がもっと自然になります。それに日本人との距離も縮まります。そこで今回はそんな日本人っぽい自然な口癖や言葉を7つ紹介します。使い方の例やどんな場面で使うと自然に聞こえるかもお話ししますね。ぜひ最後まで聞いてください。綾野ズラーニングハブ。まず一つ目は、なるほどです。聞いたことありますか？よく日本人が言っていると思います。なるほどは、話を聞いてわかったよと伝える言葉です。例えば、誰かが自分に何か説明してくれたとき、なるほどと言うと、あなたの話をちゃんと聞いていて、理解していますよというサインになります。とうなずくだけよりも、ちゃんと理解している感じが伝わります。では、例文をご紹介しますね。このボタンを押すとコピーが始まりますよ。なるほど。ありがとうございます。こういう感じです。あとは、彼は毎朝5時に起きて走ってるんだって。なるほど。だからあんなに健康的なんだね。こういうふうに新しいことを知ってびっくりしたり、本当にわかったという時に使うと自然に聞こえますよ。はい、今、なるほどと思ってくれた人もいるかもしれませんね。ぜひ使ってみてください。二つ目は、確かにです。これもよく言いますね。確かには、相手の意見に強く同意するときに使います。会話の中で自分もそう思ってたと感じたときに、確かにと使うと共感が伝わります。そして相手との距離も縮まります。分かってくれてるんだなぁと感じてもらえます。じゃあ、確かにも例文を紹介しますね。
新宿駅っていつも人が多くて疲れるよね。確かに、特に朝はすごいよね。こんな感じです。あとは、勉強って始めるまでが一番大変だよね。確かに、私も勉強を始めるまでに30分かかる。こんな感じで使いますね。でも、実は、なるほどと確かには注意点があります。実は、ビジネスなシーンでは避けた方がいい表現なんです。例えば、上司やお客様の話に対して、なるほどと言うと、あなたの話理解してあげましたよという少し上から目線の印象を与えてしまうことがあります。確かに、もう私はあなたの意見を認めますという感じに聞こえることがあります。相手によっては失礼に感じる場合もあるようです。ビジネスシーン以外ではすごく便利で、よく日本人が使っている言葉なので、皆さんもどんどん使ってみてください。はい、それではどんどんいきますよ。3つ目は、なんかです。なんかは、意味をはっきり言わずに、柔らかく話したいときに使われる言葉です。日本人はストレートな表現を避けることが多いです。なので、なんかは会話の中でとってもよく使われます。じゃあ、使い方の例を紹介しますね。なんか今日元気ないね。大丈夫？なんかお腹すいたな。なんか最近疲れやすくてさ。このカフェなんか落ち着くな。こんな感じです。本当にたくさんなんかと言います。私も無意識にたくさん使っている気がします。英語では kind とか like とかで訳されるかなと思います。使いすぎるとなんだか軽いと言われるかもしれません。でも自然な会話にはとても便利な表現です。日本人っぽく喋るのにはなんかはキーワードじゃないかなと思いますよ。それでは4つ目はお疲れ様です。これはもう皆さんよく聞いたことがあるんじゃないですか？これは日本人がよーく使う挨拶の言葉ですね。直訳は難しいです。それぐらいいろんな意味が含まれています。一つは誰かが頑張っていた後に頑張ったねという意味で使われますね。例えばテストお疲れとかお仕事お疲れ様という感じです。あとはあまり意味はなく、会った時、その場を離れる時の挨拶の場面でも使います。例えば、
友達に会った時に、お疲れというふうに挨拶します。特に意味はありません。こんにちはぐらいの感じです。または帰るときに、じゃあまたお疲れという感じで声をかけて帰ります。これを友達や同僚に使うとぐっと距離が縮まると思いますよ。あ、私のことを気にかけてくれているんだなぁと感じます。私の YouTube のコメントでもたまにお疲れ様でしたとコメントしてくれる方がいます。これもとても嬉しいです。私も皆さんにいつも日本語の勉強お疲れ様ですと言いたいです。これは先ほどの一つ目の意味ですね。頑張っている皆さん、その姿にお疲れ様ですと声をかけてあげたいです。それから五つ目は大丈夫、大丈夫ですという言葉です。これは本当に便利ですね。日本人もしょっちゅう言っています。でも大丈夫は OK の意味も No の意味もあるので、日本語学習者さんにとっては最初は混乱する言葉でもありますよね。OK の意味の場合、問題ないという意味で使われます。例えば、どうしたの？体調悪いの？と聞かれたとします。大丈夫と言ったら、心配ないよということです。逆に、ノーの場合はこんな時です。例えば、コンビニで店員さんが、袋はいりますか？と聞いたとします。そこで、大丈夫ですという人が多いです。これは、いらないよ、必要ないよという意味です。はっきりいらないというより、やんわりと断りたいときに使います。先ほど言ったように、日本人はあまりストレートに伝えない傾向があります。遠回しに断ることが多いです。なので、大丈夫ですという言葉も、相手を傷つけないようにやんわりと断りたいという、ちょっとした日本人らしさがある言葉の一つですね。他にも、これ食べる？と聞かれたとします。でもお腹がいっぱいだったら、大丈夫、ありがとうと言って断るといいですね。相手の思いやりを否定することなく断ることができるので、印象が良くなります。それから6つ目は、よいしょです。よいしょって聞いたことありますか？よいしょも日本人がよく使う口癖の一つです。でも意味ははっきりしていないんですよ。学習者さんにとっては少し不思議な言葉かもしれませんね。この言葉はそうですね。体を動かして次のアクションを取るときや頑張ろうというときに出てくる言葉ですね。例えば、重いものを持ち上げるとき、よいしょと言って持ち上げます。あとは、
立ち上がったり座るときによいしょと言いますね。これはあまり言いすぎるとおばちゃん、おじちゃんみたいに聞こえてしまうので気をつけましょう。でも私はよく言っちゃうんですよね。気づいたら言ってしまっています。あまり言いすぎて年をとっているように見えないように気をつけたいと思います。最後に紹介する言葉は、やばいです。やばいは、今の日本語の中でも、特に多くの意味を持つスラングです。聞いたことありますか？もともとは、危険やまずいといったネガティブな意味でした。最近では、すごい、最高、信じられないなど、ポジティブにも使われています。ポジティブな例は、このアイスやばいというと、すごく美味しいという意味です。このアニメやばい、感動したと言うと、最高だった、素晴らしかったということですね。逆にネガティブな例もあります。やばい、寝坊した。テスト全然できなかった。やばい。これは良くない状況の時に使いますね。ポイントは感情が強い時に使うことです。だから、やばいばかり使いすぎると、ちょっと子供っぽく聞こえるかもしれません。いや、でも、やばいは本当にたくさん聞くし、使うので便利です。私もよく、やばいと言っています。いい意味にも悪い意味にもなりますが、同じやばいでいろんな意味を込められるのは便利ですよね。はい。ということで、今回は日本人がよく使う言葉を7つ紹介しました。7つのうちいくつ知っていましたか？こういった自然な口癖やスラングを知っていると、日本人との会話がとてもスムーズになりますよね。もちろん使う場面や相手によって丁寧な表現と使い分けることも覚えていてくださいね。いきなり全部を完璧に使いこなす必要はありません。まずは一つか二つ、お気に入りの表現を選んで言ってみてください。言葉は実際に使ってみることで自然と身についていきますからね。たくさん聞いて、たくさん話して、たくさん間違えて、その積み重ねが日本語上達への一番の近道です。皆さんこんにちは。今日は日本の会社での給料、会社からもらえるお金の話をします。これから日本で働きたいと思っている人にとっては大切なトピックですよね。それに日本語を学びながら日本の仕事について勉強している人にも役立つ内容だと思います。では早速一般的な給料の構造
についてお話しします。綾野津ラーニングハブ。日本の会社では給料が2つ種類があります。基本給と手当です。基本給というのは毎月決まった金額が支払われるものです。これは役職とか職種、あとは勤務年数によって変わります。手当というのは、例えば通勤手当など基本給にプラスして支払われるお金のことです。基本給は業界や会社によっても変わります。まずはいろんな業界の初任給についてお話しします。初任給って知ってますか？これは会社に入ったばかりの時にもらう給料のことです。例えば、大学を卒業したばかりの人の初任給は、日本ではだいたい月に20万円から25万円くらいです。IT とかコンサル、金融業界は少し高くなることが多いです。実は私は IT の大きな会社で働いていました。その時の初任給が30万円でした。これは当時はとても高い金額だったので、ニュースとかでもよく紹介されていました。もちろん初任給だけではなくて、その後どれぐらい給料が上がるか、これもとっても大事なところですよね。だって初任給だけが高くて、その後給料が増えないとあまり面白くないですよね。じゃあどうやって日本では給料が上がるのでしょうか？日本では給料は経験とか会社での実績によって少しずつ上がっていきます。特に年功序列という仕組みがあります。これは年齢とか勤続年数、どれぐらい長く働いているかに応じてお金が決まる仕組みです。だから長く会社にいるほど給料が高くなる傾向があります。あと、ボーナスという特別な給料もあります。ボーナス大好きです。ボーナスは日本では夏と冬の年に2回もらえることが多いです。これは会社の業績とか個人の働きによって金額が変わります。このボーナスは年収1年でもらえるお金、年収にも大きく影響しますね。あとは給料には昇給と昇進があります。昇給は毎年少しずつ給料が上がることを意味します。昇進は役職が上がることです。例えば、普通の社員が主任とか課長に昇進すると責任が増えますよね。そのため給料も上がります。まとめると、日本の会社での給料は基本給と手当で構成されています。そして年功序列や昇進などで少しずつ上がっていきます。もちろん
最近は年齢とか働いた年数で決まる年功序列だけではなくて、成果主義の会社も増えています。成果主義は会社にいる年数ではなくて、仕事の結果で昇給、昇進が行われるものです。私が最初に働いていた会社は、成果主義の傾向が強かったです。なので私はあまり結果が出せなかったので、給料は全然変わらなかったです。では、もう少し年功序列と成果主義について詳しく話しますね。年功序列というのは、勤続年数とか年齢に応じて給料が上がるという仕組みです。長く働くほど少しずつ給料が上がります。例えば、新入社員として会社に入ると、最初の給料はみんな同じぐらいです。先ほど言ったように平均的では20万円から25万円です。まあこれは低い方かなとは思っています。皆さんの国の初任給ってどれぐらいですか？そして10年、20年と長く働くとその分給料も上がっていきます。年功序列のいいところは、社員が安心して長く働くことができるということですね。安定します。特に若い時には給料が少ないかもしれません。でも長く勤めることで安定した生活を送ることができます。でもこの仕組みにはいくつかの欠点もあります。例えば、どんなに頑張って働いて結果が出ても、給料が上がるスピードは年齢とか勤続年数で決められます。自分の方があの先輩よりも頑張ってるのに、先輩の方が給料が高いとストレスを感じる人もいるかもしれません。だから特に若い社員さんとか優秀な人は大変ですね。どれだけ努力しても給料がそんなに変わりませんからね。だから最近では成果とかパフォーマンスに基づいて給料を決める会社も増えています。これを成果主義と言います。成果主義の会社では仕事の成果、結果によってボーナスとか昇給が決まって、年齢とか勤続年数はあまり関係ありません。新しい企業や外資系の会社など成果主義を取り入れている会社では、頑張った分だけ早く給料が上がることがあります。ただ、成果主義の会社では、成果が上がらないと給料が増えないこともありますね。減ることもあります。だから常に高いパフォーマンスを求められます。中にはプレッシャーを大きく感じてしまう人もいるかもしれませんね。私もそうでした。安定して給料がもらえる年功序列の仕組みとは違う点ですね。まとめると、日本の伝統的な会社では年功序列という仕組みがあって、長く働くことで給料が上がっていきます。これは安定した仕事環境を提供してくれます。でも、
結果が評価されにくいという欠点もありますね。一方で成果主義の会社では頑張った分だけ早く昇進できます。給料が上がる可能性はありますけど、その分プレッシャーも大きくなります。皆さんは年功序列と成果主義、どっちが好きですか？どっちの会社で働きたいなと思いますか？私は安定志向のタイプなので、どちらかというと年功序列の会社がいいかなと思っています。そっちの方が自分に合っているかなと思っています。次は私も大好きなボーナスについてお話しします。ボーナスはとっても重要な収入の一部ですよね。特に日本では年に2回もらえることが多いです。まず一般的なボーナスについてです。日本の会社ではボーナスは通常夏と冬の2回支払われます。これを私たちは夏のボーナスと冬のボーナスと呼ぶことが多いです。ボーナスは基本的に1ヶ月分から3ヶ月分の給料に相当する金額が支払われることが多いです。もちろんこれは会社とか業界によっても違います。私の最初に働いていた会社は年に2回ボーナスがありました。2つ目に働いていた会社は年に1回しかありませんでした。ボーナスの金額はいくつかの要素によって決まりますね。まずは会社の業績です。会社の売上や利益が多い場合は、その分社員もたくさんボーナスをもらえます。でも会社の業績が悪いとボーナスの金額が減ります。場合によってはボーナスがないこともあります。これは一人一人の努力だけではなくて、会社全体の経営状況が大きく影響するためです。二つ目の要素は個人の成果ですね。一人一人がどれだけ会社のために頑張ったかです。例えば、営業職の社員で売上がたくさん上がった人がいるとします。そうすると、その人の結果が評価されて、ボーナスが上がることがあります。もちろん、ボーナスがない会社もありますし、会社によって様々だと思います。次は、日本の会社での男女の給料の違いについても話します。特に日本では男の人と女の人の間に賃金格差があることが問題になっています。これは同じ仕事をしているのに男性と女性の給料が違うということです。例えば厚生労働省という国の機関の調査によると、女性の平均賃金は男性の約 75% しかないそうです。これは同じような仕事をしていても女性の方が給料が低いということです。なぜこのような賃金格差が生まれるんでしょうか。一つ目の理由は
日本の古くからの考え方の影響だと思います。昔から日本では男性は外で働き、女性は家で家事や育児をするべきという考え方がありました。実は私のおじいちゃんおばあちゃんの世代も、お父さんお母さんの世代もそういう考え方が多かったです。私のおばあちゃんもお母さんも専業主婦でした。この影響で女性が仕事で昇進したり、いい役職に就くことが難しかったと思います。二つ目の理由は、企業文化や働き方の問題です。日本の多くの会社では長い時間働くことが求められるのが多いです。だから家庭や育児のために時間が必要な女性はキャリアを続けることが難しい場合があります。子供の保育園の時間も決まってますしね。お迎えに行かないといけない。家事をしないといけない。そうすると、会社にいられる時間があまりありません。だから、女性が働くチャンスが減ってしまうということです。でも最近はこの問題を解決するための取り組みも増えています。例えば、育児休業とか介護休業を取りやすくする会社が増えています。働く女性をサポートする制度が整ってきました。私の前に働いていた会社もこの制度がすごく充実していました。あとは男性が育児休暇を取ることができるようにもなっていますね。あとは女性の管理職を増やす会社も増えています。実際に IT 業界とか一部の外資系企業では男女格差が減ってきている会社も増えています。これらの企業では仕事の結果とかスキルが給与に反映されるので、男か女かというのはあまり関係ありません。あとはリモートワークなどいろんな働き方ができるようにもなってきましたよね。リモートワークができると子供が体調を崩してしまってお家にいたとしてもお家で働くことができます。このような取り組みが少しずつ日本の社会の考え方とか企業文化を変えてきています。もちろん賃金の格差はまだ完全には解決していないと思います。でもこういった支援の幅を広げることで将来的にはもっと平等な環境になっているんじゃないかなと思っています。皆さんの国では男女の賃金格差ってありますか？どうでしょうか？あとは給料交渉についてもお話しします。海外では給料の交渉がよく行われていますけど、日本では少ないです。日本で働く上でこの文化の違いを理解することはとても大切じゃないかなと思います。どうして日本では給料を上げてくれという交渉があまり行われないんでしょうか？これは日本の和を大切にする文化の影響だと思います。和というのはみんなが仲良く調和を保ちながら仕事をすることを意味します。なので個人が
自分の給料について強く主張することはあまりいいこととされていません。だからあまり給料のことについていろいろ聞いたりお願いしたりすることがないのかなと思います。最後にいろんな業界の給料についてもお話ししますね。これは皆さんの国もそうかもしれませんが、日本でもどういった業界で働くかによって給料が大きく変わります。まず、高い給料がもらえる業界についてお話しします。気になるところですよね。一般的には金融業や IT 業界、あとは医療関係、製薬業界は他の業界に比べて給料が高いです。これらの業界では専門的な知識やスキルが必要なので高い給料が支払われることが多いです。例えば金融業では投資銀行とか証券会社で働くと平均的な給料が高くなります。あとは IT 業界ではエンジニアの給料が高いです。これらの仕事は特に海外でも高い評価を受けています。技術とか経験がある人はさらに高い給料をもらえます。では、給料がそれほど高くない業界についてもお話しします。教育業界やサービス業などは他の業界に比べて給料が低いことが多いです。例えば、先生、あとは保育士。こういった仕事は社会的にはとっても重要ですよね。でも、給料はそれほど高くありません。実は、私が最初に働いていた会社は IT の会社でした。営業職をしていました。その時は先ほど言ったように初任給が30万円で給料が高かったです。でも二つ目に選んだ仕事が学校の先生でした。学校の先生の最初の初任給は20万円程度でした。それよりもちょっと少なかったんじゃないかな。それぐらい差が大きかったです。あとはサービス業、例えばコンビニとかレストランでの仕事も給料が低い傾向にあります。もちろん自分に合った業界を選ぶことが大切だと思います。給料が高いということを選ぶだけではなくて、自分がどのような仕事をしたいのか、どんな生活を送りたいのかも重要ですよね。例えば、安定した給料を求めるのであれば、金融業や IT 業界が向いているかもしれません。でも、仕事と生活のバランスを大切にしたいなら、長時間働かなくても済む会社を選んだ方がいいですよね。このように業界ごとに給料とか働き方には様々な違いがあると思います。これはどこの国も同じかなとは思っています。私はそうですね、最初の会社も好きでしたけど、やっぱり IT 業界は仕事が大変でした。毎日朝早く起きて、夜は終電前まで働いていました。
日本の終電はだいたい12時とか。なので、日付が変わるまで会社にいたこともあります。こういったように結構大変な会社ではあったんですよね。そして2つ目の会社は残業がほとんどありませんでした。だから週末とか会社帰りにも自分が好きなことをして生活することができました。給料はもちろん低かったんですけどね。こういったふうにどちらに自分の大切な考え方を置くかにもよりますよね。皆さんもぜひ自分に合った業界や仕事を選んで充実したキャリアを築いてほしいなと思います。頑張りましょう。皆さんこんにちは。今日も私のチャンネルに来てくださってありがとうございます。今回は日本語がうまく聞こえる話し方を紹介します。自然でわかりやすい日本語の話し方についてです。実は日本語がより上手に聞こえるコツがあります。初心者の皆さんでもちょっと意識するだけで変わってきますよ。まず最初で一番大切なのはゆっくり話すことです。早く話すと発音が不明瞭になりやすいですし、聞いている人も疲れます。不明瞭というのは、はっきり聞こえないという意味です。ゆっくりとはっきり口を動かして、言葉を一つずつ大事に発してください。例えば、おはようございますをゆっくり言ってみるだけでも相手にわかりやすく伝わります。これは簡単なようでとても効果があります。私も英語を話すときにネイティブのように早く話そうと考えていた時期がありました。そっちの方がうまく聞こえるんじゃないかなと思っていました。でも、早いだけだと逆にわかりづらくなるんですよね。日本語も同じだと思います。大事なのは相手に伝わること。自分が伝えたいことをゆっくりでいいので話してみてください。二つ目は強弱をつけることです。日本語は英語などに比べるとそれほど大きな音の上がり下がりがありません。なので意外だと思われたかもしれません。でも少し声の高さを変えてみてください。聞きやすさが大きく変わります。例えば、ありがとうのがととの部分を少し下げてみてください。また、ありをやや強く発音したりすると自然なイントネーションに近づきます。ありがと
小さな工夫を積み重ねれば、だんだん話しやすくなりますよ。シャドーイングしてネイティブの話し方の練習をするのも効果的です。私の動画の好きな動画があれば、それを使ってシャドーイングしてみてください。また、話のリズム、間を大切にしてください。すべて同じ調子で話すより、言葉と言葉の間に少し間隔を空ける方がいいです。聞き手は理解しやすくなります。例えば、私は学生ですと言ってみてください。私は学生ですというよりも、私は学生ですと少し間がある方が理解しやすいと思います。あえて区切りを入れるだけで言葉が耳に入りやすくなるんです。自分で話すスピードや間の取り方を意識してみてください。文章の意味もきちんと伝わります。4つ目は、相槌を使うこともポイントです。相槌とは、相手の話に、そうだね、へーなど、短い言葉で返事をすることです。相槌を打つと会話がスムーズになり、相手とのやりとりが生き生きします。英語の Yeah, I see のように自然に使ってみましょう。日本語らしい相槌を覚えると、もっと会話が楽しくなるはずです。もう一つ、意外と大事なのが、うなずきなどのジェスチャーです。人と話すときの表情や動作も、話し方や聞き手としての印象に大きく影響します。うなずきを時々軽くするだけで、聞いていますよという合図になります。これだけで相手は安心して話を続けられます。日本人はこういったジェスチャーは比較的多い方だと思います。相手に聞いていますよという合図を出すことで相手も話しやすくなります。なので相手との信頼関係ももっと良くなるんじゃないかなと思います。あとは前回の動画でも少しお話ししたんですが、手を前で合わせてありがとうやごめんを言ってみてください。すごく日本人っぽいと思います。ジェスチャーが言葉の代わりにある種言語の一つとして役立つのは日本語だけでなく他の言語でも共通していますよね。5つ目は日本語らしいフィラーを上手に使うのもおすすめです。フィラーというのは
つなぎ言葉のことです。なんか、といった短い言葉のことです。フィラーを使うことで、頭の中で次の言葉を考える余裕ができます。フィラーはスピーチにちょっとした人間らしさを加えてくれますよね。やっぱりとかなんかと会話の中に入るだけで日本語が上手に聞こえますよ。例えば、あのカフェ、なんか、ほら、雰囲気がいいよね、なんて。リアルな会話っぽいと感じます。6つ目は、実際に声に出して練習することもとても大切です。頭の中だけで考えていても上達はしづらいですよね。実際に口を動かさないと身につきにくいものです。録音して自分の話し方を聞いてみてください。苦手なところやうまくできているところがはっきりわかります。最初は恥ずかしいかもしれません。ただ、少しずつ改善すれば学習が楽しくなると思います。先ほど言ったようなシャドーイングもいいです。あとは、独り言でもいいと思います。私は英語を学習しているときによく独り言も英語で言うようにしていました。頭の中で文章を構成するだけでなく口に出します。そうすることで言いたいことがスムーズに言えるようになると思います。最後に文法にとらわれすぎず楽しんで話す気持ちを大事にしてください。緊張しすぎると声も体も硬くなってしまいます。間違えても大丈夫。楽しい気持ちを忘れなければ自然に言葉が出てきます。日本語を話すことを楽しんでいると相手にもそのポジティブなエネルギーが伝わるんです。失敗を恐れずにどんどん声を出して練習してみてください。日本人は実は日本語を勉強している方に話しかけてもらうのが嬉しい人がたくさんいますよ。以上が私からの日本語がうまく聞こえる話し方のアドバイスです。今回話した内容をまとめますね。ゆっくり話す。強弱やイントネーションを意識する。相槌やフィラーを上手に使う。実際に声に出して練習する。そして間違いを恐れずに楽しみながら話す。このようなポイントを少しずつ身につけていきましょう。いきなり
すべてできなくても大丈夫です。今よりももっと日本語が自然に聞こえるようになります。皆さん、こんにちは。今日は日本の災害についてお話ししますね。皆さんは災害という言葉は知っていますか？災害とは地震や津波、台風などのことです。自然がとても大きな力を出して私たちの生活に大きな影響を与えることです。今回は視聴者の方からの依頼で作成してみました。5つのテーマでお話ししようと思います。日本で災害が多い理由、津波の仕組みと特徴、防災に関して、社会的な影響や復興への取り組みに関して、心構えや備え方の5つです。まずは1つ目の日本で災害が多い理由に関してです。なぜ日本ではこうした災害がたくさん起こるのでしょうか？それには日本の地理的特徴が関係しています。まず、日本は地震がとても多い国です。地震というのは地面がガタガタと揺れることですね。これは日本がプレートと呼ばれる地球の大きな板の境目にあるからです。地球の下には目には見えないプレートという巨大な岩のようなものがあります。それが少しずつ動くことで地面に力がたまり、地震が起こるのです。日本の周りにはこのプレートがたくさん集まっています。そのため日本では地震がとても多いのです。地震が海の中で起こると津波が発生することがあります。津波とは大きな波が海から一気に押し寄せてくる現象です。普通の波とは違って、津波はものすごい速さと力で海の水が陸に流れ込んできます。これによってたくさんの建物や物が壊れてしまうこともあります。例えば、2011年に東日本大震災という大きな地震がありました。その時は大きな津波が日本の東の海岸に押し寄せてきました。それによってたくさんの町が壊れてしまいました。多くの命も奪われました。私は当時、東日本大震災が起きた場所の近くに住んでいました。あの日は忘れもしません。ちょうど海外旅行から帰ってきた日に、空港から家に帰る途中で地震が起きました。地震が起きたタイミングは電車にいました。しかも橋の上で起きたので、
本当に身の危険を感じました。なんとか家に帰れましたが、家の中はぐちゃぐちゃになっていました。仕方なく体育館に避難して、避難生活をしていました。でも、その後、多くの人たちが協力して、町を建て直しました。次に、台風についてです。台風は夏から秋にかけて日本によくやってきます。台風が来ると雨がたくさん降ったり、風がとても強くなったりします。日本は海に囲まれた島国なので、台風の進む道に当たりやすいのです。日本では昔から何度も災害が起こってきました。でもその度に人々は力を合わせて乗り越えてきました。そして壊れた町を建て直し、災害に備える方法を考えてきたのです。例えば今では地震が来たら机の下に隠れるといった安全な行動を学校で学びます。津波に備えて防潮堤という大きな壁を海の近くに作ることもあります。まとめると、日本は地震や津波、台風が多い国です。それは日本がプレートの境目にあることや、海に囲まれていることが理由なのです。そして私たちの先祖はたくさんの災害を経験し、その度に知恵を出し合い、強くなってきました。皆さんももしもの時のために自分の命を守る方法をしっかり学んでおきましょう。次はリクエストのあった津波について特に詳しくお話ししますね。津波は海から来るとても大きな波のことです。皆さんも津波という言葉を聞いたことがあるかもしれません。ただ、どうして津波が起こるのか、どれくらい大きな波なのか知っていますか？まず、津波がどうやって発生するのかをお話しします。津波は地震が海の下で起こった時に発生します。海の下の地面が急に動くと、海の水もその動きにつられて大きく動きます。そしてその動きが波になってどんどん広がっていくのです。普通の波は風が吹いて海の水が動くことで起こります。でも津波は海の下の地面が動いた時にできるので、波の力や大きさが全く違います。次に津波の速さと高さについてお話しします。皆さんは水の波がどれくらい速く進むと思いますか？津波は普通の波よりもずっと速いのです。なんと新幹線くらいの速さで
海を進んでいくこともあります。さらに、津波は海の深いところではあまり目立ちません。でも、海が浅くなると、津波の水がどんどん持ち上がって波が高くなります。例えば、津波の高さが10メートル以上になることもあります。10メートルというと、大きなビルの3階くらいの高さです。とても怖いですよね。津波は家やビル、車を流してしまうほどの力を持っています。もし津波の警報が出たら、すぐに高い場所へ逃げることがとても大切です。では、どうすれば津波から身を守れるのでしょうか。まず、地震が起きたら、津波が来るかもしれないと考えましょう。そして、海の近くにいるときは、すぐに高いところに逃げてください。津波はゆっくり進んでくるように見えても注意が必要です。実はとても速いので、迷わず避難することが大切です。また、日本では津波から守るために防潮堤や避難タワーが作られています。でも、どんなに高い壁があっても、津波の力はとても強いので、早く逃げることが一番大事です。津波は地震が海の下で起きた時に発生する大きな波です。とても早く進み、波が高くなると大きな被害をもたらします。だからこそ皆さんも地震や津波の時はすぐに高いところに逃げるということを覚えておいてくださいね。次は日本の防災インフラと避難対策についてお話ししますね。皆さんは防災という言葉を聞いたことがありますか？防災とは地震や津波、台風などの災害から自分たちの命や町を守るためにあらかじめ準備をすることです。日本には災害に備えていろいろな工夫や施設があります。まずは防災インフラについてです。防災インフラとは災害から人や町を守るために作られた施設や設備のことです。一つ目は防潮堤です。防潮堤は海の近くに作られる大きな壁のようなものです。地震が起きて津波が来ても、この防潮堤が波を食い止めてくれます。そして町が水に浸からないようにします。二つ目は水門です。水門は川の水が溢れそうになった時に、水の流れを止めたり、調整したりするための設備です。これによって洪水が起きるのを防ぐことができます。三つ目は津波避難タワーです。津
津波避難タワーは海の近くにある高い建物で、津波が来た時にみんながすぐに登って避難できる場所です。たとえ周りが海水に浸かっても、このタワーに逃げることで安全に過ごすことができます。防災施設があっても、それを使う人たちが正しく避難しないと意味がありませんね。そこで大切なのが避難訓練です。日本の学校や地域では、地震や津波が起きたときにどう行動すればよいか練習をします。地震が起きたら机の下に隠れるや防災頭巾をかぶるといった訓練をします。また、ハザードマップという地図を知っていますか？ハザードマップには地震や洪水が起きたときに危ない場所や安全な避難場所が書かれています。街のハザードマップを見ておくと、いざという時にすぐに行動できますよ。地域ではみんなで協力して防災訓練をしたりしますね。お年寄りや小さな子供が安全に逃げられるように助け合ったりしています。次は日本の災害が社会や経済にどんな影響を与えるのか、そして復興への取り組みについてお話しします。すでにお話ししたように、日本では地震や津波、台風などの災害がたびたび起こります。災害が起きると、たくさんの人が困ることになります。そこからどうやって立ち直っていくのかについて話しますね。大きな災害が起こると、町や人々の生活に様々な影響が出ます。例えば、地震や津波で建物が壊れたり、お店や工場が動かなくなったりすることがあります。これによって仕事ができなくなったり、お金を稼ぐことが難しくなったりするのです。これを経済的損失と言います。さらに、学校が壊れてしまうと、子供たちは勉強する場所をなくしてしまいます。また、道路や電気、水道が壊れると、皆さんが普段の生活をすることが難しくなってしまいますよね。こうしたことが社会全体に大きな影響を与えるのです。でも、日本の人たちは災害に負けずにみんなで協力しながら町を立て直しています。これを復興と言います。復興にはたくさんの人の努力や助け合いが必要です。まず、募金やボランティア活動です。日本では災害で困っている人たちを助けるためにお金を集めたり、全国からボランティアの人たちが集まったりします。ボランティアの人たちは家を片付けたり、ご飯を作ったりして被害に遭った人たちを
助けています。次に、政府の支援です。政府は壊れた建物を建て直したり、みんなが安心して生活できるように、お金や食べ物を届けたりします。学校や病院も早く使えるようにしてくれます。また、コミュニティの取り組みも大切です。コミュニティとは、みんなが住んでいる地域の人たちの集まりのことです。災害の後、地域のみんなが力を合わせて助け合うことで、少しずつ笑顔を取り戻していくことができます。まとめると、災害は私たちの社会や生活に大きな影響を与えます。でも、そこから立ち上がるために、募金やボランティア、政府の支援、地域の助け合いが大切です。そして、心のケアや防災の意識を高めることで、次の災害に備えることができます。では、最後に、災害に対する心構えと、個人でできる備えについてお話しします。皆さんは、このお話を聞きながら、すでに日本の災害について心配になってきていますよね。でも、あらかじめ準備をしておけば、皆さんの命や生活を守ることができます。それでは、どんな心構えや準備が大切なのかについてお話しします。皆さんは非常用持ち出し袋というものを知っていますか？これは災害が起きた時にすぐに持ち出せるように必要なものをまとめておく袋です。例えば、非常用持ち出し袋にはこんなものを入れておきましょう。缶詰やお菓子など長持ちする食べ物や飲み水、懐中電灯や電池、タオルや着替え、大切なお薬や救急セット、家族の連絡先や地図。災害が起きると電気や水が止まってしまうことがあります。そんな時、この袋があれば安心して避難することができます。家の中に置いておく場所も大切ですよ。すぐに取り出せるところに置いておきましょう。災害に備えるためには、正しい情報を集めることも大事です。テレビやラジオ、スマートフォンを使ってニュースや警報をしっかり確認しましょう。特に地震や台風が近づいているときはとても大事です。どんな場所が危ないのか、どこに逃げればいいのかを知っておくことが必要です。備えあれば憂いなしという言葉があります。これは何かが起こる前にしっかり準備しておけば安心だよという意味です。災害はいつ起きるかわかりません。でも一人一人が少しずつ準備をしておけば
大切な命や家族を守ることができるのです。例えば、家族や友達と災害が起きたらどこに避難するかを話し合っておくといいですね。家が使えなくなったら近くの公園に集まろうねと決めておけばみんな安心です。また、前向きな心構えもとても大切です。災害が起きた時には慌てず冷静に行動することを心がけるといいですね。まとめると、災害に備えるためには非常用持ち出し袋を用意したり、正しい情報を集めたりすることが大切です。そして、備えあれば憂いなしという考え方を忘れずに、少しずつ準備をしておきましょう。災害は怖いものですが、みんなで助け合いながら前向きに行動すれば、きっと乗り越えることができます。今日のお話が皆さんの災害への心構えにつながれば嬉しいです。皆さん、こんにちは。今日は日本の食文化についてお話ししますね。私は今、スペインで生活しています。そこでよく日本食を褒められることが多いです。一方で意外と知られていないことも多いなぁと感じます。また私自身も日本食って変だよなぁと思うことも多いです。例えば腐らせた大豆を食べたり、魚の清掃を食べたりします。納豆と白子と呼ばれている料理のことです。なので、皆さんにももっと日本食について知ってほしいと思いました。そこで、今回は5つのトピックに分けて、日本の食文化についてお話しします。日本食の基本と特徴。代表的な日本料理と地域ごとの特徴。食事マナーと食卓での習慣。年中行事と季節ごとの違い。日本の食文化の変化と海外への影響。この5つです。まず最初に和食の基本と特徴についてです。和食は日本の伝統的な料理のことです。美味しいだけでなく、体にいいと言われていますね。まず、和食とは何でしょうか？和食は日本の自然や文化に深く関わっています。ご飯を中心に味噌汁や魚、野菜を組み合わせたバランスのいい食事が和食の基本です。そして和食では季節の食材を使うことがとても大切にされています。例えば、春にはタケノコ、夏にはキュウリやトマトです。秋にはさつまいも、冬には大根など、その季節に美味しい食材を使います。その季節ごとに
美味しいということを旬と言います。旬の食材を食べると、体に必要な栄養がしっかり取れるだけではありません。季節の変化も感じることができます。和食には他の国の料理にはない特徴がたくさんあります。その一つが旨味です。旨味は甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦いに続く第5の味と呼ばれるものです。この旨味を生かすために和食では出汁を使います。出汁とは昆布や鰹節、椎茸などから作られるスープのことです。この出汁が和食の美味しさを引き立ててくれるのです。味噌汁や煮物、お吸い物などに使われていますよね。出汁が使われている料理を食べると優しい味わいが広がります。もう一つの特徴は見た目の美しさです。和食は食べる人が料理を目で見て楽しめるように工夫されています。例えば、お皿やお椀の色や形を季節に合わせたり、小さな飾りをつけたりします。これも和食が自然と共に生きる文化だということを表しています。和食は健康にもとてもいい食事と言われています。ご飯を中心に野菜や魚をバランスよく食べるので、栄養がたくさん取れます。また、脂っこい料理が少なく、体に優しいです。まとめると、和食は日本の自然や文化に根ざした伝統的な料理です。旬の食材を使い、旨味や出汁を生かした優しい味わいが特徴です。そして見た目も美しく、体にもいい食事です。皆さんもぜひ和食を食べてみて、日本の文化や季節を感じてください。次は代表的な日本料理と地域ごとの特徴についてご紹介します。日本には美味しい料理がたくさんあります。そしてそれぞれの地域にはその土地ならではの名物料理があります。まずは日本全体で有名な料理についてお話ししますね。例えば、お寿司です。お寿司は新鮮な魚を酢飯と一緒に食べる料理です。魚だけでなく、卵や野菜を使った寿司もありますよね。日本での寿司は特別な日のお祝いなどで食べられることが多いです。次に天ぷらです。天ぷらはエビや野菜を油で揚げた料理です。外はカリカリ、中はふんわりしていてとても美味しいです。天ぷらはそのまま食べたり、天丼という丼にしてご飯と一緒に食べたりします。
それから、蕎麦やうどんです。蕎麦は蕎麦粉で作った細い麺。うどんは小麦粉で作った太い麺です。蕎麦は冷たくして食べたり、温かいスープで食べたりします。うどんも同じようにいろいろな食べ方があります。ただ、地域によってスープの味が少しずつ違います。ラーメンも忘れてはいけません。ラーメンは日本全国で人気のある麺料理です。醤油味、味噌味、豚骨味など様々なスープがあります。お店によって味が違うので、いろいろな場所で食べ比べてみるのも楽しいですね。次に、地域ごとの名物料理についてお話しします。日本は南北に長い国で、地域によって気候が違います。そのため、料理の材料や味付けも地域ごとに特徴があります。例えば、北海道では寒い冬にぴったりのジンギスカンという羊肉を使った料理が有名です。また、北海道は新鮮な海の幸もたくさん取れるので、海鮮丼やカニ料理も人気です。関西地方ではたこ焼きやお好み焼きが有名です。たこ焼きは小さな丸い形をしていて、中にタコが入っています。お好み焼きはキャベツや肉、シーフードを混ぜて焼く料理です。ソースとマヨネーズをかけて食べます。九州地方では豚骨ラーメンが特に有名です。濃厚なスープが特徴で、細い麺とよく合います。また、九州はさつまいもを使ったお菓子や焼酎も有名です。そして、沖縄ではゴーヤチャンプルーという料理が人気です。ゴーヤという苦い野菜を使った炒め物です。沖縄の暑い気候にぴったりの料理です。最後に、郷土料理がどうして生まれたかについてお話しします。郷土料理は、その地域の気候や自然、歴史に深く関わっています。例えば、北海道は寒いので、体が温まる料理が多いです。九州では甘い味付けが好まれるのは、昔から砂糖がよく取れる地域だったからです。郷土料理を食べると、その土地の風景や歴史を感じることができます。皆さんも日本に行った時には、ぜひいろいろな地域の料理を楽しんでみてください。次は食事マナーと食卓での習慣についてお話しします。日本では食べ物を大切にする気持ちを表すために、食事の時に特別なマナーがあります。それを知ると、日本の文化をもっと深く理解できると思います。まず、日本では食事を始めるときに、いただきますと言います。この言葉には
食べ物を作ってくれた人や、命をいただくことに感謝しますという気持ちが込められています。食事が終わったら、ごちそうさまでしたと言います。これも料理を作った人や食材にありがとうと伝える大切な挨拶です。皆さんも日本で食事をするときには、この挨拶をぜひ使ってみてください。次に日本で使う箸についてお話しします。箸は日本の食事でとても大切な道具です。でも箸には守らなければならないマナーがあります。例えば、箸で食べ物を刺して食べるのはマナー違反です。箸はつまんで使うのが基本です。また、箸を食べ物の上に突き刺したり、箸と箸で食べ物を渡したりしてはいけません。これらの行為は、お葬式の時に行われる特別なことを思い出させるため、良くないとされています。また、食べ終わった後、箸をお皿の上に置かずに、箸置きにきちんと置くようにしましょう。これも、きれいな食卓を保つ大切な習慣です。日本の食卓では、お皿やお椀の並べ方にも意味があります。ご飯は左、お味噌汁は右に置くのが基本です。これは昔からの伝統で、今でも多くの家庭やレストランで守られています。また、おしぼりという小さなタオルが食事の前に出されることがあります。これは手をきれいにするためのものですが、顔や体を拭くのはマナー違反です。おしぼりで手を拭いたら、テーブルにきちんと置いておきましょう。食べている時の姿勢も大切です。食べ物を大きな音を立てて噛んだり、肘をついて食べたりするのはあまりいい印象を与えません。また、自分の食べられる分だけ取り分けて、食べ残しをしないことも大切です。食べ物を大切にする気持ちを持ちながら、きれいに食べることを心がけましょう。日本の食事マナーには、食べ物への感謝や作ってくれた人への尊敬が込められています。これを知ることで、日本人がどんな気持ちで食事をしているのかも感じられるようになると思います。次は、日本の食文化の中でも、特に年中行事と季節による違いについてです。日本では季節ごとに様々な行事があります。そして、それに合わせた特別な料理やお菓子があります。食べ物を通して季節を感じたり、お祝いを楽しんだりするのは、日本の食文化の素敵なところです。それでは、いくつかの行事とその料理をご紹介しますね。まずは、お正月についてお話しします。日本では、お正月は、一年の始まりをお祝いする特別な日です。
この時に食べるのがおせち料理です。おせち料理はたくさんの種類の料理をきれいなお重箱に詰めたものです。例えば、黒豆は元気で健康に過ごせますようにという願いが込められています。エビは長生きしますようにという意味があります。おせち料理にはそれぞれの料理に幸せを願う意味が込められているんです。次に、ひな祭りです。ひな祭りは3月3日に行われる女の子のお祝いです。この日はひなあられというカラフルなお菓子やちらし寿司を食べることが多いです。ちらし寿司はご飯の上に様々な具材を乗せた色とりどりの料理です。例えば、エビや卵、レンコンなどが使われます。その見た目がとても華やかで、お祝いにぴったりです。日本では季節ごとのお祭りにも特別な食べ物があります。例えば、夏には夏祭りが各地で行われます。そこでよく食べられるのが、かき氷やたこ焼き、焼きそばです。屋台が並び、みんなで楽しみながら食べるのが夏祭りの魅力です。秋になると、お月見という行事があります。この日は月を見ながら月見団子を食べます。丸いお団子は満月を表していると言われています。冬には冬至という行事があります。この日にはかぼちゃを食べることがよくあります。かぼちゃを食べると寒い冬を元気に乗り切れると言われているからです。このように日本では食べ物を通して季節の移ろいを感じることができます。春には桜餅、夏にはそうめん、秋には焼き芋、冬には鍋料理といったように季節ごとの味わいを楽しむ文化があります。また、日本の料理には見た目でも季節を感じられる工夫がされています。例えば、春には桜の花をイメージした料理やお菓子です。また、秋にはもみじの形をした和菓子が登場します。こうした工夫を見つけるのも楽しいです。まとめると、日本では食べ物を通して季節や行事を楽しむ文化があります。皆さんも日本に来た時には、その時々の行事や料理をぜひ楽しんでみてください。きっと日本の季節の美しさを感じることができると思います。最後に日本の食文化の変化と海外への影響についてお話しします。昔から日本には伝統的な和食がありました。ただ、現代では食文化が少しずつ変わってきています。それだけでなく、日本の料理は海外でも人気があり、
多くの国で楽しまれています。その変化や影響についてお話しします。例えば、寿司やラーメンは世界中で知られていますよね。日本以外の国でも寿司を食べられるお店やラーメンの専門店が増えています。ただ、海外では少しアレンジされた日本料理も多いです。例えば、アメリカではカリフォルニアロールという寿司があります。これは日本にはなかった種類の寿司です。ただ、海外の人たちが好きな味にアレンジされています。日本の料理が海外の文化と一緒に新しい形で楽しまれているのはとても面白いですね。次に、現代の日本の食生活についてです。昔は家庭でご飯と味噌汁、焼き魚などの和食を作るのが一般的でした。でも今では忙しい人が増えたので、コンビニやファストフードを利用する人も多くなりました。日本のコンビニにはおにぎりやサンドイッチなど手軽に食べられるものがたくさん売られています。また、ファストフードのお店では牛丼やハンバーガー、ポテトなど食べることができます。すごく便利ですよね。ただ、たくさん食べすぎると健康に良くないこともあるので、バランスが大切ですね。日本では伝統的な和食と新しい食文化がうまく共存しています。例えば、ラーメンはもともと中国から伝わった料理です。日本で独自の進化をして、味噌ラーメンなど日本ならではの味が生まれました。また最近ではフュージョン料理という和食と他の国の料理を組み合わせた料理も人気です。例えば、ライスバーガーや和風パスタなどがその例です。こうした新しい料理が生まれることで、日本の食文化はますます多様に進化しています。最後に、日本の食文化のこれからについてお話しします。和食はユネスコの無形文化遺産にも登録されています。これは日本の伝統的な食文化が世界でも評価され、大切に守られているということです。一方で、海外の料理や新しいアイデアを取り入れた日本料理もどんどん生まれています。このように伝統を大切にしながらも新しい挑戦をしていっています。そうすることで日本の食文化が多様に豊かになっています。まとめると、今回は日本の食文化についてお話ししました。日本食、和食が世界中で楽しまれているのは、日本人としては誇らしい気持ちになります。また、伝統と新しさが共存することで、日本の食文化はどんどん進化しています。皆さんも日本に来た時には、伝統的な和食や新しいアレンジ料理を楽しんでみてください。
より日本の食文化の奥深さを感じることができると思います。皆さん、こんにちは。今日は日常でよく聞かれるテーマ、長所についてお話しします。まず最初に、そもそも長所とは何かについて簡単に説明します。その後に、日本で好まれる代表的な長所についても6つ紹介します。まず、長所という言葉について考えてみましょう。長所は、その人が持っているいいところや、他の人よりも優れている点のことを指します。例えば、明るい性格、努力家、親切、リーダーシップがあるなどが一般的ですよね。そういった様々ないいところが長所と言えます。では、なぜ長所が大切なのでしょうか？長所を知ることで自分の強みを生かすことができるからです。例えば、自分の長所がコミュニケーション能力が高いことであったとします。その場合は、人と話す仕事やチームで働く仕事が向いているかもしれません。また、自分の長所を理解することで自信を持つことができます。次に、どうやって自分の長所を見つけるかについてお話しします。自分の長所を見つけるためには、まず自分のことをよく考えることが大切です。過去の経験や友達や家族からの意見を参考にするといいと思います。また、自分が得意なことや好きなことを考えてみるのもいい方法ですね。例えば、友達が、サナはいつも親切だね、と言ってくれているとします。その場合は、親切がサナちゃんの長所だと思います。学校や仕事で、田中さんのレポートはいつもわかりやすいね、と言われたことがあるとします。わかりやすく伝える力が田中さんの長所だと言えると思います。長所を見つけたら、それをどうやって活かすかを考えましょう。自分の長所を使って周りの人に役立つことをすることができます。例えば、親切な人はボランティア活動に参加したりするといいですよね。また、リーダーシップがある人はチームをまとめる役割を担ったりすることができます。最後に、長所を伸ばすことも大切です。自分の長所をさらに良くするために努力を続けることが大事です。例えば、コミュニケーション能力を伸ばしたいとします。その場合は、本を読んだり、セミナーに参加したりすることがいいですよね。努力することで自分の長所をもっと活かすことができるようになると思います。
次は、長所を聞かれる理由についてお話しします。長所とは、自分のいいところや得意なことを指します。なぜ人は長所を聞いたり、聞かれたりするのでしょうか。まず、就職活動や面接の場面を考えてみましょう。面接官は応募者に、佐藤さんの長所は何ですか？とよく質問します。これは応募者がどんな人かを知りたいからです。長所を知ることで、その人が仕事にどう役立つかを考えられます。また、どんな風に活躍できるかを判断する材料になります。例えば、佐藤さんの長所がチームワークが得意だとします。この場合、面接官はあなたがチームの中でうまく働けるだろうと考えます。チームでのプロジェクトが多い職場では、佐藤さんの長所がとても役立つと思います。また、長所が問題解決能力が高いなら、面接官は佐藤さんが難しい問題を解決できると期待します。次に、友達や家族との会話を考えてみましょう。友達や家族が、まみちゃんの長所は何？と聞くことがあります。これは、まみちゃんをもっとよく知りたかったり、応援したいからです。まみちゃんの長所を話すことで、友達や家族はまみちゃんの強みをすぐ理解できますよね。それによって必要な時にサポートしてくれます。さらに学校の先生やコーチも生徒に長所は何ですか？と聞くことがあります。これは生徒の得意なことや強みを見つけ、それを伸ばすためです。例えば、先生が生徒の長所を知れば、適切なアドバイスをするのが簡単になります。また、生徒に合った課題を出してくれるようになるかもしれません。では、なぜ自分の長所を知ることが大切なのでしょうか？それは自分自身を理解し、自信を持つためです。自分の長所を知っていると、困難な状況でも自分を信じることができます。また、長所を活かすことで、仕事や勉強、人間関係でより良い結果を出すことができます。さらに、長所を他人に伝えることで、他の人とのコミュニケーションもスムーズになります。自分の強みを知ってもらうことで、周りの人からの信頼も得られやすくなります。例えば、プロジェクトでリーダーシップが必要な時があったとします。自分のリーダーシップが長所であることを伝えれば、自然とリーダー役を
任されるかもしれません。自分の長所を理解して、それをしっかりと伝えることは、人生においてとても重要なことです。では、ここからは日本で好まれる代表的な長所について6つ紹介します。まず1つ目は、チームワークや協調性についてです。この長所は仕事や学校、日常生活でもとても重要です。まず、チームワークということについて考えてみましょう。チームワークが得意な人というのは、他の人と一緒に働くことが上手です。例えば、仕事のプロジェクトを進める機会があったとします。その人はすぐに自分の役割を理解し、他の人と協力して目標を達成することが多いです。また、チームワークが得意な人は、自分の意見をしっかり持ちながらも、他の人の意見も尊重します。次に、協調性についてお話しします。チームワークと似たような言葉ですよね。協調性がある人は、周りの人とうまくやっていける力があります。例えば、クラスや職場で意見が違う時があったとします。協調性がある人は、冷静に話し合い、みんなが納得できる解決策を見つけることができます。常に相手の立場を考え、優しく接してくれます。チームワークが得意で協調性があると、どんないいことがあるのでしょうか。まず、チームでの仕事がスムーズに進みます。みんなが協力し合い、目標に向かって一緒に努力することで、よりいい成果が得られます。また、職場や学校での人間関係も良くなります。協調性がある人は、他の人と仲良くなりやすいと信頼されることが多いです。例えば、学校でのグループプロジェクトを考えてみましょう。チームワークが得意で協調性がある人がいると、グループ全体がまとまりやすくなります。みんなが自分の役割を果たし、お互いに助け合うことで、プロジェクトが成功しやすくなります。困った時もお互いにサポートし合うことができます。仕事の場面でもチームワークと協調性は非常に重要です。例えば、新しいプロジェクトを始めるときに、チームのメンバーがみんなでアイデアを出し合えます。また、そこから最適な解決策を見つけることができます。協調性がある人が多いと、チーム内で意見が対立しても大丈夫です。冷静に話し合い、お互いに理解し合うことができますよね。二つ目は
実行力についてお話しします。実行力とは、計画を立てたら、それを実際に行動に移して達成する力のことです。この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても重要です。まず、実行力がある人は、計画をしっかり立てることが得意です。何をするか、どうやってするか、いつまでにするかを具体的に考えます。そして、その計画をもとにすぐに行動を始めます。例えば、試験の勉強をするとき、実行力がある人は計画を立て、その通りに勉強を進めます。次に、実行力がある人は途中で諦めずに最後までやり遂げます。どんなに難しいことでも一歩一歩進めていくことができます。例えば、仕事で大きなプロジェクトを進める時があったとします。実行力がある人は計画を守り、必要な作業を一つ一つこなしていきます。では、実行力があるとどんな良いことがあるのでしょうか。まず、目標を達成しやすくなります。計画を立て、それを実行に移すことで、目標に向かって着実に進むことができます。また、実行力がある人は、周りの人から信頼されますよね。この人ならきっとやってくれると思われることが多いです。例えば、学校での例を考えてみましょう。実行力がある生徒は、宿題や課題を計画的に進めて、期限までに提出します。また、クラブ活動でも計画を立てて練習し、大会でいい成績を収めることができます。仕事の場面でも実行力はとても重要です。例えば、新しいプロジェクトを任された時があったとします。実行力がある人は、計画を立て、その計画通りにプロジェクトを進めます。途中で問題が起きても慌てません。冷静に対処し、解決策を見つけて前に進みます。その結果、プロジェクトが成功して、上司や同僚から信頼されるタイプの人です。三つ目は問題解決能力についてお話しします。問題解決能力とは、問題が起きたときにその原因を冷静に考え、適切な解決策を見つける力のことです。この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても重要です。まず、問題解決能力がある人は、問題が起きたときに慌てず冷静に対処します。問題をしっかりと把握し、その原因を見つけます。そして、
どうすれば解決できるかを考えます。例えば、学校でのグループプロジェクトで意見が分かれた時があったとします。問題解決能力がある人は、みんなの意見をまとめて最適な解決策を提案します。次に、問題解決能力がある人は、複数の解決策を考えるのが得意です。一つの方法がうまくいかなくても、別の方法を試すことができます。この柔軟な考え方が問題を解決するためにとても役立ちますよね。例えば、仕事でトラブルが起きた時も同じです。いくつかの解決策を用意しておくことで、すぐに対応することができます。問題解決能力があると、どんないいことがあるでしょうか？まず、トラブルに強くなります。どんな困難な状況でも、冷静に対処できるので、ストレスを感じにくくなります。また、周りの人から信頼されることが多くなります。この人なら問題を解決してくれると思われることが多いです。例えば、プロジェクトが遅れているとき、問題解決能力がある人は原因を見つけられます。そしてスケジュールを見直して対策を立てます。その結果、プロジェクトを成功に導くことができます。上司や同僚からの信頼も高まります。自分の長所が問題解決能力であることを知っていると、様々な場面で役立てることができます。例えば、面接であなたの長所は何ですか？と聞かれたときに、私は問題解決能力があります。と答えると、面接官にいい印象を与えることができます。具体的なエピソードを交えて話すと、さらに説得力が増します。4つ目は、主体性についてお話しします。主体性とは、自分から進んで行動する力のことです。この長所は、仕事や勉強、日常生活でもとても重要です。まず、主体性がある人は自分で考えて行動します。誰かに指示されなくても自分で何をすべきか考えるのが得意です。そして、そのために必要な行動を起こします。例えば、学校での宿題や課題を先生に言われる前に始めることができる人です。こういった人たちは主体性があると言えます。次に、主体性がある人は問題が起きた時にも自分で解決しようとします。困ったことや難しいことがあっても自分で調べます。また、計画を立てて解決策を見つけます。
例えば、学校での例を考えてみましょう。主体性がある生徒は、先生に言われる前に勉強を始め、予習や復習をします。その結果、授業についていくのが楽になりますし、テストの成績も良くなります。また、クラスの活動でも自分から手を挙げてリーダーシップを発揮することが多いです。仕事の場面でも主体性は非常に重要です。例えば、新しいプロジェクトが始まるとき、主体性がある人は自分からアイデアを出し、計画を立てます。上司や同僚からの指示を待つのではなく、自分で行動を起こすことで、プロジェクトがスムーズに進みます。その結果、仕事での評価も上がり、信頼されるようになります。5つ目は、忍耐力についてお話しします。忍耐力とは、困難な状況や苦しい時に諦めずに頑張る力のことです。この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても大切です。まず、忍耐力がある人は長時間の努力を続けることができます。例えば、試験勉強やプロジェクトの準備があったとします。長い時間がかかる作業でも途中で諦めずに最後までやり遂げます。忍耐力がある人は一つの目標に向かってコツコツと努力を続けることができます。忍耐力があるとどんな良いことがあるのでしょうか。まず、目標を達成しやすくなります。たとえ途中で困難があっても、諦めずに努力を続けるので、最終的には目標に到達することができます。結果、周りの人から信頼されることが多くなります。この人はどんな状況でも頑張ることができると思われることが多いです。例えば、学校での例を考えてみましょう。忍耐力がある生徒は、難しい問題に直面しても、何度も挑戦します。たとえすぐに答えが見つからなくても、諦めずに考え続けます。クラブ活動でも厳しい練習に耐えて努力することで、大会でいい成績を収めることができます。仕事の場面でも忍耐力は非常に重要です。例えば、新しいプロジェクトが始まる時を想像してみてください。最初はうまくいかないことも多いですが、忍耐力がある人は諦めずに努力を続けます。問題が起きた時も冷静に対処し、解決策を見つけることでプロジェクトを成功に導きます。6つ目は学び続ける力についてお話しします。学び続ける力とは、
新しいことを常に学び続ける力のことです。この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても大切です。まず、学び続ける力がある人は、常に新しい知識や技術を身につけようとします。例えば、新しい言語を学ぶことや、新しい技術を習得することに挑戦します。学び続ける力がある人は、自分を成長させることが好きです。なので、常に自分を向上させようと努力します。次に、学び続ける力がある人は、困難な状況でも前向きに取り組むことができます。新しいことを学ぶことは、時に難しいこともあります。ただ、諦めずに挑戦し続けることが得意です。例えば、新しい仕事に挑戦するときを想像してみてください。学び続ける力があれば、必要なスキルを身につけて、いつかは成功することができます。学び続ける力があると、どんな良いことがあるのでしょうか。まず、自分のスキルや知識がどんどん増えていきます。その結果、仕事や勉強での成績が向上し、より多くの成長の機会が得られます。また、周りの人から尊敬されることが多くなります。この人はいつも新しいことを学んでいると思われることが多いです。例えば、学校での例を考えてみましょう。学び続ける力がある生徒は、授業で習ったことを復習し、さらに深く学びます。また、興味のある分野について自主的に調べ、知識を広げます。これによってテストの成績が良くなるだけでなく、将来の進路選択にも役立ちます。今回説明したように、自分の長所を知っていると、様々な場面で役立てることができます。例えば、面接で、あなたの長所は何ですか？と聞かれることは多いですよね。その際に、今回紹介した6つを答えると、面接官にいい印象を与えることができると思います。そこに具体的なエピソードを交えて話してみてください。さらに説得力が増して、好印象間違いなしです。皆さん、こんにちは。皆さん、お元気ですか？私は元気です。でも、今日は病気、体調管理の話をしたいと思います。この話をしようと思った理由は、最近旦那がインフルエンザになったからです。1週間くらい寝込んでいました。寝込むというのは、病気や疲れで元気がなくなってずっとベッドで休むことです。この時期はインフルエンザが流行る時期ですよね。日本でも
今年はすごく流行っています。皆さんの国ではどうですか？インフルエンザにかかるととても辛いです。どんな症状が出るかわかりますか？インフルエンザの症状は高熱、高い熱です。旦那は39度の熱が出ました。あとは、おかん。寒気がします。寒いと感じます。節々の痛みもあります。節々というのは関節のことです。関節って知ってますか？骨と骨がくっついているところのことです。そこが痛みます。ズキズキします。あとは頭痛。頭も痛くなります。倦怠感もあるそうです。倦怠感というのは体がだるい、重い感じがすることです。食欲もなくなります。あまりご飯を食べたくないなという気分のことです。これを聞くだけでもインフルエンザって怖いって思いませんか？私はインフルエンザに人生で2回かかったことがあります。やっぱりすごく辛かったです。高熱も出ましたし、食欲もなくてご飯があまり食べられませんでした。日本だけでなく他の国も同じだと思いますが、インフルエンザや風邪で熱があるときは消化がいいものを食べますね。お腹に優しい食べ物です。日本で何を食べるかというと、お粥を食べることが多いです。お粥というのは、ご飯をたっぷりのお水で柔らかく煮た料理です。ご飯が水を吸ってトロトロに柔らかくなっています。だから消化しやすいんです。体が弱くなっている時や風邪をひいてあまりご飯が食べたくないなという時によく食べられる定番の食べ物です。味は薄いです。塩や醤油で少し味付けをしたり、梅干しや海苔を乗せて食べることが多いです。あとはゼリーやプリンもよく食べます。熱が出ると家族や友達がコンビニでウィダーインゼリーというゼリーやプリンをたくさん買ってきてくれます。喉をスルッと通るので食べやすいんですよね。あまりご飯を食べたくないなという時でも食べやすいです。栄養もあるので、風邪の時にぴったりの食べ物だと思います。こういった食べ物を近くのコンビニで24時間いつでも買えるのもいいですよね。だって熱はいつ出るかわからないですからね。それとよく飲むものはスポーツ飲料だと思います。スポーツ飲料で塩分と水分を手軽に摂ることができます。例えば、
ポカリスエットとかアクエリアスが人気です。ちなみにアメリカでは風邪をひいた時にチキンスープを食べると聞いたことがあります。皆さんの国では熱がある時、体調が悪い時にはどんなものを食べますか？すごく興味があります。知りたいです。ぜひ教えてください。では最後に、日本ではインフルエンザにならないようにどんな予防をするかについてもお話ししますね。先ほど言ったようにインフルエンザになると大変です。体がしんどいだけではなくて、もちろん学校や仕事にも行けなくなりますよね。ちなみに保育園は熱が下がった後3日経過するまでは保育園に行けません。そういうルールがあります。小学校以上は熱が下がった後2日経過するまでは学校に行けません。大人は厳しい法律はないんですが、熱があるときは仕事ができないですよね。なので、日本ではインフルエンザの予防接種をする人が多いです。インフルエンザの予防接種をすると、2ついいことがあるそうです。1つ目は、感染の可能性が低くなることです。うつりにくくなります。2つ目は、万が一感染したとしても重症化しにくくなるそうです。重症化というのは、病気がもっとひどくなって体に大きな問題が起きることです。特に保育園や高齢者施設、病院などで働いている人は予防接種を受けることが多いです。小さい子供やおじいちゃん、おばあちゃん、病気の人を守るためにみんなで協力するんですね。施設によっては予防接種のお金を出してくれたり、注射をみんなにお願いすることもあります。普通の会社でもお金を出すから予防接種しておいでという会社も多いです。私が前に働いていた会社もそうでした。お金を補助するから予防接種してきてねというふうに言われて予防接種を受けたことがあります。自分がインフルエンザになって大変な思いをしないようにするだけではなくて、周りのことを考えてやる人もたくさんいます。周りに仕事を休んで迷惑をかけないようにしようとか、周りに病気をうつさないようにしよう、そういう考えの人が多いと思います。予防接種は13歳以上は1回接種が基本です。1回だけ注射を打ちます。13歳未満は2回に分けて接種します。2回打ちます。子供が2回予防接種をする理由は、大人より免疫が十分ではないからだということです。1回目の接種は体にインフルエンザウイルスってこんなものだよ
と教えるためのもの。2回目の接種は、それを思い出させて、免疫を戦わせてさらに強くするためのものだそうです。こういうふうに2回打つことで効果がアップするそうです。あとは予防するために手洗い、うがいをしっかりすることも大事ですよね。それとマスクをする人もこの時期は多いです。今私はスペインに住んでいます。スペインではコロナのパンデミックが過ぎた後、マスクをしている人を見たことがありません。でも日本では今でもマスクをしている人がたくさんいます。ドラッグストアとか薬局にもマスクがたくさん売られていますね。日本人がマスクをする理由は、自分がうつらないようにというのももちろんあります。でも、どちらかというと、自分が誰かにうつして迷惑をかけないようにという意味合いが大きい気がします。くしゃみや咳をした時には、目に見えないウイルスが飛んでいきます。それで近くにいる人は不快になるかもしれません。不快になるというのは嫌な気持ちになること、気持ち悪いと感じることです。例えば想像してみてください。電車の中で前に座っている人がくしゃみをするとします。その人はマスクをしていません。そしたらその人のくしゃみとか咳に入っているウイルスが全部自分の方に来ますよね。そうすると、うわ、嫌だなと私だったら思います。皆さんはあまり気にしないかな？そういうふうに周りの人が、うわ、嫌だなという気持ちにさせないようにしたいなと思う人が多いと思います。そういう気持ちにしないように配慮します。日本人らしいなと私は思います。ということで、今回は風邪やインフルエンザの話をしました。皆さんも風邪をひかないように気をつけてくださいね。私も気をつけます。皆さん、こんにちは。今日は台湾の首都台北という街について紹介します。まずはなぜ台北を取り上げようと思ったかを話しますね。私のチャンネルのリスナーさんには台湾の方が多いです。私自身も台北には行ったことがあって大好きな都市の一つだからです。これは紹介せずにはいられないなということでこの都市を選びました。では、台北の魅力、地理や美味しい食べ物などの5つのテーマに沿って紹介しようと思います。もし他に魅力があれば、ぜひコメント欄で教えてください。まず最初は、台北の魅力についてお話しします。台北は日本からも近い、とても魅力的な場所です。台北は伝統と現代が一緒になったとても不思議で魅力的な街です。
例えば、昔からある龍山寺というお寺です。そこには地元の人たちが毎日お参りしています。お寺の建物はとても綺麗です。細かい模様や色がたくさんついていて、まるで絵本の中の世界みたいなんですよ。また、近くにはシーモン町という若者たちが集まる賑やかな場所もあります。そこではかわいいお店や楽しいゲームセンターなどがたくさんあります。次に、台北の人たちはとても親切でフレンドリーです。例えば、迷子になったり、何か困ったことがあったりすると、笑顔で助けてくれます。日本語を話せる人もいるので、日本人は安心して訪れることができますね。台北の人たちの温かさは、この街の一番の魅力かもしれません。それから、台北にはとても便利な電車があります。台北小雲という電車です。街のいろいろなところに簡単に行くことができます。駅はとても綺麗で、切符を買うのも簡単です。この電車を使えば、どこでも楽しく探検することができますね。また、台北の街は緑が多いのも魅力です。大安森林公園という大きな公園があります。広い芝生やたくさんの木々の中で遊ぶことができます。ピクニックをする人もいれば、音楽を楽しむ人もいます。のんびりした時間を過ごせる場所です。そして台北のもう一つの魅力は、お祭りのような賑やかさです。特に夜になると街のあちこちがライトアップされてとても綺麗です。夜市という市場では食べ物だけでなくゲームやおもちゃも楽しむことができます。まるで毎日がお祭りみたいですよ。台北はこのようにいろいろな魅力がいっぱい詰まった街ですよね。次は台北の立地や有名な場所についてお話しします。台北は日本から飛行機で約3時間ほどで行けます。とても近い場所にあります。そしてたくさんの魅力的な文化や食べ物がある街です。まず台北には故宮博物院というとても大きな博物館があります。この博物館には昔のお宝がたくさん展示されています。例えば、とても細かい彫刻が施された白菜の形をした石です。また、豚肉のように見える特別な石などがあります。見ていると、これは本物の野菜やお肉ではないのと思うくらいすごいんですよ。台北には夜市と呼ばれる夜の市場がたくさんあります。夜市ではいろいろな食べ物の屋台が並んでいます。小籠包やタピオカミルクティーなどを
味わうことができます。タピオカは日本でもとても流行っていますよね。私も日本に帰るたびに子供たちと一緒に必ず飲みます。小籠包は小さな肉まんのような食べ物です。中から肉汁がじゅわっと出てきてとても美味しいです。また、台北には台北101というとても高いビルがあります。このビルは昔世界で一番高いビルだったこともあるんです。展望台からは台北の街が全部見渡せます。なので、とても綺麗な景色を楽しむことができます。皆さんもたくさんの文化や美しい景色、そして美味しい食べ物を楽しんでください。3つ目は台北の自然についてです。台北は台湾という島の北の方にあります。台湾は日本と同じように海に囲まれた国ですので、とても自然が豊かです。台北の周りにはたくさんの山があります。その中で特に有名なのは陽明山です。この山はとても綺麗で、春になると花がたくさん咲きます。また、山の中には温泉もあって、多くの人が遊びに行きます。台北の人たちは、この自然をとても大切にしていると聞きます。台北には淡水河という大きな川も流れています。この川は台北の街の真ん中を通っています。川沿いには公園がたくさんあって、みんなで散歩をしたり、自転車に乗ったりすることができます。特に夕方になると、川に映る夕日がとても美しいです。なので、ここには多くの人が写真を撮りに来ます。また、先ほどお伝えしたように、台北は海にも近い場所です。電車に乗って少し行くと、9分という小さな町に行けます。この町は山の上にあり、海を見渡すことができるんです。雨の日が多いのですが、それもまた雰囲気があって素敵な場所です。夜になると店の明かりが灯ってオレンジ色の暖かい雰囲気になります。それがとてもノスタルジックな雰囲気で素敵です。スタジオジブリの千と千尋の神隠しのモデルにもなっていると聞いたことがあります。4つ目は台北の観光地についてお話しします。台北には皆さんがワクワクするような場所がたくさんあります。まずご紹介したいのはシーリン夜市というところです。この夜市は夕方から開かれるとても大きな市場です。食べ物やおもちゃのお店がいっぱい並んでいます。なので、いつでもお祭りみたいな雰囲気なんですよ。例えば、長いポテトや甘いパイナップルケーキなど、美味しい食べ物がたくさんあります。皆さんもいろいろな美味しいものを探しながら
夜市を歩いてみてください。次に、台北動物園をご紹介します。この動物園はとても広くて、たくさんの動物がいます。その動物園で一番人気があるのはパンダです。かわいいパンダが竹を食べたり遊んだりしている姿を見ることができます。また、動物園の近くには屏風という山があります。そこではロープウェイに乗って空の上から綺麗な景色を楽しむことができますよ。そして台北でとても高いビル、台北101も忘れてはいけません。このビルは地上101階まである超高層ビルです。展望台からは台北の街が全部見渡せます。夜にはたくさんの光がキラキラしていて、本当に綺麗なんですよ。また、台北101の中にはお店もいっぱいあって、ショッピングも楽しめます。最後に、象山という山をご紹介します。この山はハイキングをしながら台北101や街の景色を楽しむことができる場所です。登るのに少し時間がかかります。ただ、頂上に着いたらきっと、わあ、すごいと思う景色が待っています。台北にはこのように楽しめる場所がいっぱいあります。皆さんもぜひ家族で訪れてみてください。きっと素敵な思い出がたくさんできると思います。最後に台北で楽しめる美味しい食べ物についてお話しします。台北には世界中からたくさんの人が訪れるほど美味しい食べ物がたくさんあります。今日はその中からいくつかご紹介します。まず、台北で一番有名な食べ物の一つが尿漏麺です。尿漏麺は牛肉がたっぷり入ったスープに麺が入っている食べ物です。スープはとてもコクがあって、少しだけピリ辛です。でも子供でも食べられるように辛くないものもありますので安心してください。次にご紹介したいのはマンゴーかき氷です。このデザートはとても大きなお皿にふわふわのかき氷が盛られています。その上に甘いマンゴーとミルクがたっぷりかかっています。暑い日に食べるとひんやりしてとても気持ちがいいですよ。それから台北にはゾンヨーピンという食べ物もあります。これは日本でいうおやきに少し似ているかもしれません。ネギが入ったもちもちの生地を焼いて作るものです。外はカリカリ、中はふんわりしていて、とても美味しいです。屋台などで気軽に買うことができます。そして台北でぜひ試してほしいのが台湾風の唐揚げです。台北の夜市ではエンスージーという名前の唐揚げがとても人気です。普通の唐揚げよりも少しスパイスが効いていてカリカリの衣が特徴です。小さく切られているので
歩きながらでも食べられるのが楽しいですね。最後に飲み物として大人気なのがタピオカミルクティーです。先ほどお伝えしたように、日本でもとても人気です。本場のタピオカミルクティーは、もちもちのタピオカがたっぷり入っています。そして甘さや氷の量を自分で選べるのが楽しいです。台北のどこでも見つけることができますので、好きな味を探してみてください。台北は食べることが好きな人にとって、まさに天国のような場所ですよね。皆さんももし台北を訪れる機会があれば、たくさんの地元の食べ物を試してみてくださいね。今回は日本でも人気の観光地である台北についてお話ししました。私が最後に行ったのが10年以上前です。近いうちにまた台湾に行けたらいいなと思います。皆さん、こんにちは。今日は日本でとても有名なお城、姫路城についてお話しします。姫路城は兵庫県にあるとても綺麗なお城です。ミシュラングリーンガイド三つ星シリーズです。日本人の観光客も多いですよね。ちなみに姫路城は白鷺城とも呼ばれています。この名前はお城が白くて羽を広げた白鷺という鳥のように見えることから付けられたんですよ。今回は5つのテーマに分けてお話しします。1つ目が姫路城の魅力。2つ目が歴史。3つ目が地理。4つ目が見どころ。5つ目が美味しい食べ物についてです。まず、姫路城の一番の魅力は、その美しい外観です。お城全体が白く輝いていて、青い空に映える姿は本当に素晴らしいです。そして近くに行くとお城の壁や瓦がとても細かく作られていることに気がつきます。この白い壁は昔の人たちが漆喰という特別な材料を使って作ったものなんです。この漆喰のおかげでお城は長い間綺麗な状態で守られているんですよ。次に姫路城には天守閣という一番高い建物があります。この天守閣に登ると姫路の街が一望できます。昔の人たちはここから敵が来るのを見張っていたそうです。今では観光で訪れる人たちが天守閣から広がる美しい景色を楽しむことができます。また、姫路城にはたくさんの秘密や仕
掛けがあるのも魅力です。例えば、敵が攻めてきた時に備えて、石落としと呼ばれる穴が壁にあります。この穴から石を落として敵を追い払ったそうです。また、お城の中には迷路のような通路があります。これは敵が迷うように設計されていたからです。皆さんも実際に歩いてみてください。あれ？どっちに行けばいいのかな？と迷ってしまうかもしれません。さらに、姫路城の周りには美しい庭園があります。三の丸広場という広い場所です。そこではピクニックをしたり、写真を撮ったりして楽しむことができます。春になるとお城の周りには桜の花が咲き、ピンクと白のコントラストがとても綺麗です。桜の季節に訪れると、お城がまるでお花に囲まれたように見えるんですよ。姫路城は400年以上も前に建てられたお城です。ですが、今でもとてもいい状態で残っています。これは昔の人たちが工夫して作ったこと。そして多くの人たちが大切に守ってきたからです。お城の中を歩いたり、天守閣に登ったりして、昔の人たちの知恵や工夫を感じてみてくださいね。きっとたくさんの発見があると思います。次は姫路城の歴史についてお話しします。姫路城は兵庫県にある白い美しいお城です。約400年前に建てられました。まず、姫路城が最初に建てられたのは、今からおよそ600年前と言われています。その頃は今のような大きなお城ではありませんでした。でも、それから時代が進むにつれて、お城はどんどん大きくなりました。そして今の形になったのは江戸時代の初め頃です。この時代にお城を作ったのは池田輝政という武将です。輝政さんは敵から町を守るためにとても頑丈なお城を作ろうと考えました。姫路城の歴史の中で特にすごいことは、戦争で一度も壊されなかったことです。日本のお城の多くは戦争や火事で壊れてしまいました。ただ、姫路城は守りがとても強かったので、壊されることなく長い間残りました。そして第二次世界大戦というとても大きな戦争の時もそうです。爆弾が近くに落ちたのにお城は壊れませんでした。このことから姫路城は奇跡のお城
とも呼ばれているんです。また、姫路城はただ強いだけではありません。美しさでも有名です。白い壁が光を反射してとても綺麗です。さらに、姫路城は日本だけでなく、世界からも注目されています。1993年には世界遺産に登録されました。これは世界中の人たちが姫路城をとても大切な場所として認めた証です。姫路城は日本の歴史や文化を伝えるとても貴重なお城なんですね。次は姫路城の地理についてお話しします。姫路城は兵庫県の姫路市という町にあります。兵庫県は日本の地図で言うとちょうど真ん中あたりにある県です。皆さんは地図で兵庫県を見たことがありますか？姫路城は姫路市の中でもとても大きな広場に立っています。この場所は昔から守るのに便利な場所として知られていました。なぜかというと、姫路城は山の上に建てられているからです。この山は姫山と呼ばれています。山の上からは遠くまで見渡すことができます。なので敵が攻めてくるのを早く見つけることができたのです。また、姫路城の近くには市川という大きな川が流れています。この川はお城を作るときにとても役に立ちました。例えば、お城を建てるための石や木を川を使って運んだそうです。そして川は水をたくさん運んでくれます。なので、姫路城の人たちは飲み水やお風呂の水に困ることがありませんでした。こんな風に姫路城の場所はとても便利なところだったのです。さらに姫路城の周りには外堀というお堀があります。このお堀は水がいっぱい入った大きな池のようなものです。お堀はお城を守るための重要な役割をしていました。もし敵が攻めてきたら、お堀があることで簡単にお城の中に入れないようになっていたのです。皆さんも姫路城を訪れた時には、ぜひお堀を見てみてくださいね。そして姫路城の近くには大きな平らな土地もたくさんあります。これは昔、お城の周りに住んでいた武士や町の人たちが生活していた場所です。姫路城を守るために町全体がお城を中心にした作りになっていたのです。こうした工夫があったからこそ、姫路城は長い間守られてきました。
姫路城の場所は山、川、平地という自然が揃ったとても特別なところです。だからこそ今でも日本で一番美しいお城と言われ、多くの人が訪れる観光地になっています。4つ目は、姫路城の中やその周りにある楽しい見どころをいくつかご紹介しますね。まず、姫路城で一番有名な場所は天守閣です。この天守閣はお城の一番高い建物で、全部で6階あります。階段を登っていくと、だんだん高いところから姫路の街を見ることができるんですよ。頂上の6階に着くと、広い窓から遠くの山や街が一望できます。この景色はとても綺麗で、みんなわーっと感動します。次に、姫路城の中には、化粧櫓という特別な建物があります。この建物は、昔のお姫様たちが生活していた場所です。化粧櫓の中には、お姫様たちがどんな風に過ごしていたのかがわかる展示があります。昔の人たちが使っていた道具や着物を見ることができます。なので、まるでタイムスリップしたような気持ちになりますよ。さらに、姫路城のふもとには、姫路城西お屋敷跡庭園という庭園があります。この庭園はとても静かで美しい場所です。池や小川があり、季節ごとに違う景色を楽しむことができます。秋には紅葉が美しく色づきます。それを見ると、まるで絵の中にいるような気持ちになります。最後に、お城の外にはお土産屋さんもたくさんあります。姫路名物の穴子弁当や姫路おでんを食べることができます。お城の形をしたお菓子なども売られています。皆さんもお土産を買って家族やお友達に渡すときっと喜ばれますよ。このように姫路城の見どころはお城の中だけではありません。周りにもたくさんの楽しい観光スポットがあります。いつか姫路城を訪れた時には、歴史を感じながら観光を楽しんでくださいね。最後に、姫路城の地元の美味しい食べ物について紹介します。姫路城の人気は、その美しさや歴史だけではありません。美味しい地元の食べ物でも知られています。まず、姫路といえば、姫路おでんが有名です。おでんというと、普通は出汁の中に具を入れて食べますよね。でも、姫路のおでんはちょっと違います。
おでんの具に生姜醤油をかけて食べるんです。この食べ方をすると、生姜のピリッとした風味が加わって、体がポカポカ温まります。お城を見て回った後に食べると特別美味しく感じますよ。次に、穴子丼も姫路の名物です。姫路は海が近い町なので、新鮮な魚介類がたくさん取れます。中でも穴子はとても有名です。ふわふわに焼かれた穴子をご飯の上に乗せた穴子丼は大人気です。甘いタレがかかっていて、お子さんでも食べやすい味ですよ。そして、アーモンドバターというご当地グルメもおすすめです。アーモンドバターは、アーモンドのペーストとバターを混ぜたものです。これをトーストに塗って食べるととても美味しいです。姫路ではこのアーモンドバターを朝食に食べる人が多いんですよ。お城を見た後にカフェで一休みしながらぜひ試してみてください。また、姫路城もなかというお菓子もあります。このお菓子は姫路城の形をしたかわいいもなかです。中には甘いあんこが入っていて、見た目も味も楽しめます。観光の記念やお土産にもぴったりですよ。さらに、姫路の醤油アイスクリームもユニークな名物です。アイスクリームに醤油と驚くかもしれません。実は醤油の甘じょっぱい味がアイスクリームとよく合うんです。とても珍しい味なので、皆さんもぜひ試してみてください。姫路城を訪れると、美しいお城だけでなく、こんな美味しい地元の食べ物も楽しむことができます。皆さんも姫路に来た時には、ぜひいろいろな名物を味わってみてくださいね。きっと美味しい思い出がたくさんできると思います。姫路城の魅力は伝わりましたでしょうか？皆さんもぜひ日本の歴史を感じられる姫路城を訪れてみてください。今日は鎌倉というエリアについてお話しします。鎌倉は神奈川県というところにある観光に人気のエリアです。まずはなぜ鎌倉を取り上げようと思ったかを話しますね。よく旦那と私は友達から日本の旅行先を相談されます。そのリストの中によく鎌倉が入っていました。あと、日本人の感覚なんですが、鎌倉っておしゃれな言葉なんですよね。鎌倉〇〇と鎌倉が商品名につくだけでおしゃれに聞こえます。こういった感覚って
不思議ですよね。東京からも近いので、アクセスもいいですし、海も近いのでおすすめです。では、鎌倉の歴史、地理や見どころなどの5つのテーマに沿って紹介しようと思います。まず最初は歴史のお話をしたいと思います。鎌倉は昔の日本でとても大切な役割を果たしていた場所です。800年ほど前にここで鎌倉時代という時代が始まりました。この時代には今とは少し違う国の仕組みがあったんです。それまで日本では貴族と呼ばれる人たちが京都で国を治めていました。しかし時代が進むにつれて武士と呼ばれる強い人たちが登場しました。そして鎌倉に新しい政治の中心ができました。この政治の仕組みは幕府と呼ばれました。そしてこの鎌倉に幕府を作った人が源頼朝という武士です。源頼朝はたくさんの仲間と協力し、鎌倉に新しい政治の仕組みを作りました。それが鎌倉幕府です。鎌倉幕府は日本で最初の武士の政府として誕生しました。二つ目は地理についてお話しします。鎌倉は自然が豊かで美しい景色が広がる場所です。山や海に囲まれていて、昔の人たちが安心して暮らせるように工夫された地形が特徴です。まず、鎌倉は山に囲まれた場所です。三方を北鎌倉や大仏山などの山々に囲まれています。昔の人たちはこの地形を使って町を守っていたんです。このように山に囲まれた町は外からの敵が攻めてきても守りやすかったのです。なので昔の武士たちはとても安心して鎌倉で暮らしていました。そして鎌倉のもう一つの特徴が海です。鎌倉の南側には相模湾という海が広がっています。海のそばにあることで、船を使った貿易や物の運びがしやすいです。そして遠くの町とつながることができました。昔の人たちはこの海を使って物を運んだりしていました。また、
魚を取ったりして生活していたんですね。鎌倉の由比ヶ浜や材木座海岸は今でもとても人気のビーチです。夏にはたくさんの人が遊びに来ますよね。鎌倉の地形には切通と呼ばれる道がたくさんあります。切通は山を削って作られた道で、敵が鎌倉に攻め込んでくるのを防ぐために作られたんです。代表的な切通には、朝比奈切通や名越切通などがあり、今でもそのまま残っています。この切通を歩くと、昔の人たちがどうやって町を守っていたのかがわかりますよ。このように鎌倉は山や海、谷や川がある自然に恵まれた地形が特徴です。昔の人たちはこうした地形を上手に活かして町を守りながら生活していました。このように鎌倉は美しい自然や昔の人たちの知恵が詰まった場所なんです。次に観光地についてお話ししたいと思います。鎌倉には歴史を感じられるお寺や神社、美しい自然がいっぱいです。まず鎌倉でとても有名な観光地の一つが鎌倉大仏です。鎌倉大仏は高徳院というお寺の中にあるとても大きな仏像です。この大仏様は高さが約11メートルもあります。外に立っているので青空を背景に見ることができます。大仏様は平和を願って作られたものです。鎌倉に訪れたらぜひ見てほしい観光スポットです。大仏様の中に入ることもできます。ちょっとした探検気分も味わえますよ。次に鶴岡八幡宮です。鶴岡八幡宮は鎌倉の中心にある大きな神社です。鎌倉時代の武士たちにとってとても大切な場所でした。源頼朝という武士がこの神社を建てて戦いや国の平和を祈りました。神社には大きな鳥居や長い階段があります。上まで登ると鎌倉の街が一望できます。また、春には桜が咲き、秋には紅葉がとても綺麗です。四季折々の景色が楽しめます。それから、長谷寺というお寺もおすすめです。長谷寺には観音様
という大きな仏像があります。この観音様は手が11本もある特別な仏様です。また、長谷寺の敷地内には綺麗なお庭が広がっています。アジサイの季節にはたくさんの美しい花が咲きます。長谷寺には展望台もあって、そこからは海を眺めることができます。心が落ち着く場所で、自然と歴史を感じることができますよ。鎌倉には報国寺という竹林が美しいお寺もあります。報国寺の中にある竹林は青々とした竹が空に向かってまっすぐに伸びています。とても静かで神秘的な雰囲気です。ここではお抹茶を楽しむこともできます。竹林を眺めながらゆっくりとした時間を過ごすことができます。報国寺は心が落ち着く場所として多くの人に愛されています。さらに江ノ島も鎌倉から近くて人気の観光地です。江ノ島は海に浮かぶ小さな島で橋を渡って行くことができます。江ノ島には神社やお店、そして展望台もあります。展望台からは湘南の海が一望できます。特に夕日がとても綺麗です。また、岩場にある江ノ島岩屋という洞窟も探検気分が味わえる場所です。ワクワクしますよ。最後に小町通りという賑やかな通りも紹介しますね。小町通りは鎌倉駅の近くにある商店街です。たくさんのお店が並んでいます。ここでは鎌倉ならではのお土産やお菓子を買うことができます。小町通りにはカフェやレストランも多いです。歩きながら食べられるおやつもたくさん売っています。友達や家族と楽しくお買い物ができますよ。鎌倉にはこのように歴史や自然が感じられる観光地がたくさんあります。どこもとても魅力的で、鎌倉を訪れると日本の昔の時代を感じることができると思います。次は鎌倉の美味しい食べ物についてお話ししたいと思います。鎌倉には昔からの伝統的なお菓子や美味しい食材を使った料理がたくさんあります。まず鎌倉といえば
鳩サブレーというお菓子がとても有名です。鳩サブレーはかわいい鳩の形をしたサクサクのクッキーです。鎌倉のお土産として人気があります。このお菓子はバターの香りがとてもいいですね。甘くて美味しいんです。お店ではいろいろなサイズの鳩サブレーが売られています。なので、お土産として持ち帰るのにぴったりです。次に、鎌倉野菜です。鎌倉野菜は、鎌倉で育てられた新鮮な野菜のことを言います。鎌倉の気候や土壌で育った野菜は、とても味がいいです。また、色鮮やかで甘みが強いものが多いんです。鎌倉では、鎌倉野菜を使ったサラダやお料理を出しているお店がたくさんあります。新鮮で美味しい鎌倉野菜は地元の人々にもとても人気なんですよ。そしてわらび餅や抹茶アイスもおすすめです。わらび餅はプルプルとした食感できな粉と黒蜜がかかっていてとても美味しいです。抹茶アイスも鎌倉の雰囲気にぴったりで甘くてさっぱりとした味が楽しめます。さらに、しらす丼も鎌倉でぜひ食べてほしい一品ですね。しらすは小さな魚です。鎌倉の近くの海で採れる新鮮なしらすをたっぷり乗せたご飯がしらす丼です。しらすの味がさっぱりとしていて、ご飯ととてもよく合います。鎌倉の海の恵みを味わうことができる特別な料理です。また、鎌倉の名物の一つ、あじさいソフトクリームもおすすめです。あじさいは鎌倉で有名なお花です。特に6月になると、あじさいがとても綺麗に咲きます。あじさいソフトクリームは、そのあじさいにちなんだ涼しげな見た目が特徴です。味も爽やかでとても美味しいです。アジサイが咲く季節に行くと、より一層楽しむことができますよ。最後に鎌倉では、くずを使ったお菓子も人気です。くずは昔から日本で食べられてきた植物です。鎌倉ではこのくずを使ったくず餅がよく知られています。くず餅はプルンとした食感が楽しいですよ。
きな粉と黒蜜をかけて食べるととても美味しいんです。夏の暑い日に食べると体がひんやりして気持ちいいですよ。鎌倉にはこのように美味しい食べ物やお菓子がたくさんあります。皆さんも鎌倉を訪れたら、ぜひいろいろな味を楽しんでみてくださいね。鎌倉は日本の美しい自然や歴史を感じられるおすすめの場所です。皆さんもきっとお気に入りの場所や食べ物が見つけられると思います。鎌倉に行ったら大切な人たちと鎌倉の思い出を分かち合ってください。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。皆さん、12月になりましたね。11月があっという間に過ぎました。でも12月はもっと早く過ぎるんじゃないかなと思っています。なぜならクリスマスにお正月の準備にイベント盛りだくさんだからです。きっと大忙しになりますよね。昔の言葉で12月のことを師走とも言います。なぜ師走というのでしょうか？皆さん知っていますか？昔は12月はお坊さんたちがいろんな人のお家に行って仏事をする時期だったそうです。だからお坊さんがすごく忙しかったんですね。その様子から死が走る月という意味で師走と呼ばれるようになったそうですよ。12月がとても忙しい月だということを表すぴったりの言葉なんですね。今はお坊さんだけではなくて日本中、もしかしたら世界中の人が大忙しの月ですよね。そんな忙しい12月なんですが、今回は何を話そうかなと思った時に、そうだ、皆さんに日本の冬について紹介したいなと思いつきました。ということで、今回は日本の冬についてお話しします。日本の冬と聞いて思い浮かぶことをいくつかピックアップしてみました。冬の食べ物や冬にすること、そして冬のあったかグッズなどたくさんご紹介したいと思います。ぜひ最後まで聞いてくださいね。まずは冬の食べ物についてご紹介したいと思います。皆さんは日本の冬の食べ物と聞いてどんなものを思い浮かべますか？私は4つ思い浮かびました。まず1つ目はやっぱりお鍋です。お鍋はこの時期、冬の時期にぴったりの温かい食べ物です。お鍋にはたくさんのお野菜を使います。例えば白菜、大根、あとはそうですね、春菊とかその季節に合ったお野菜を入れることが多いです。他にもお豆腐だったり、
あとはこんにゃく、そしてお肉、鶏肉とか豚肉とかいろんな種類のお肉を入れてお鍋を作ります。とっても温まりますし、栄養たっぷりなんですよね。しかもお野菜とか具を切ってお鍋に入れてぐつぐつ煮るだけなのでとても簡単なんです。だから冬にはお鍋をしようとすぐに思いつきます。あとは冬のお友達とのパーティーの定番メニューでもあります。定番というのはよくすることということです。なので冬はお友達と集まったり、家族と集まったりすることが増えるんですが、その時には鍋をしてみんなでワイワイ食べることが多いです。鍋パーティーのことを略して日本人は鍋パとよく言います。鍋パ聞いたことありますか？鍋にもいろんな味があって、それを選ぶのも楽しいんです。キムチ鍋とか、ごま鍋とか、豆乳鍋とか、本当にいろんな種類があります。私は一番キムチ鍋が好きです。お鍋の余った汁にうどんを入れたり、ご飯を入れて食べるのもとっても美味しいです。ぜひ皆さんもお鍋食べてみてほしいです。あとはおでん。おでんも冬の名物料理ですね。今はおでんをコンビニで簡単に買うこともできます。冬にもし日本に行った時はコンビニに行ってみてください。レジの近くにおでんが売られていると思います。おでんにもいろんな具材が入っていますよ。例えば卵、豆腐、大根、あとはこんにゃく、いろいろあります。私は一番好きなのは大根です。大根におでんのスープがよく染みていて、すごく美味しいんです。あとは、そうですね、卵も好きです。味が染みているものが大好きです。おでんもお鍋と同じように食べると体が温まります。すごく美味しいですよ。それと冬と聞いて思い浮かぶものはカニです。カニは贅沢な食べ物のイメージもありますね。お正月とか年末みんなで集まった時にカニを食べることが多いと思います。冬の旬の食べ物です。北海道とか北陸、日本の北の方からカニを取り寄せてみんな食べています。冬のカニはとっても身が甘くて美味しいんです。なのでインターネットとかお店を見ているとカニの広告がたくさん出ています。カニをお鍋に入れるのもいいですし、カニをしゃぶしゃぶにして食べるのも美味しいです。みんなそれぞれ好きな食べ方でカニを楽しんでいますよ。あとはお正月の食べ物なんですけど、おせちも有名です。冬と聞くとおせちも思い浮かべます。皆さんおせちって知っていますか？
四角い箱の中にいろんな具が入っています。これは日本の伝統的な料理で、お正月に食べる特別なお料理です。具の種類は家庭によって違います。でもそうですね、かまぼこ、黒豆、エビなどが有名ですね。それぞれに長寿をお願いする意味だったり、幸せをお願いする意味が込められている縁起がいい食べ物と言われています。例えば、エビです。エビは背中が丸くなってますよね。おじいちゃん、おばあちゃんも背中が丸くなりますよね。エビの背中の丸さとおじいちゃんとおばあちゃんの背中の丸さ、これが似ているので、長生きできるという意味が込められているんですよ。こういうふうにおせちには何か幸せなことをお願いする意味が込められている特別な食べ物です。こういった食べ物も思い浮かびますね。皆さん、今の4つ、お鍋、おでん、カニ、おせち、この中で食べたことがあるものはありますか？次にご紹介したいのは、冬にすることです。たくさんあるんですけど、まずは、こたつに入ることです。皆さん、こたつって知ってますか？日本の独特なものだと思います。こたつっていうのは、テーブルの下にヒーターがついています。そのテーブルにお布団を挟んでつけます。お布団の中に入るとヒーターがあるので、とってもあったかいんです。その中に足を入れて、ゆっくりくつろぎます。すごく暖かいので、一度こたつの中に入ると、なかなか外に出られなくなっちゃいます。こたつに入ったまま、うとうと寝てしまうこともあります。あとは、こたつに入ったまま何かをすることも多いんですね。なぜかというと、こたつに入ると出られなくなっちゃうからです。こたつに入りながらテレビを見たり、こたつに入りながら宿題をしたり、あとはこたつに入りながらみかんを食べるというのも日本の冬の風物詩と言われています。それぐらい日本人にとってこたつはとっても特別なもので、昔からある冬の有名なものです。私も実家、お父さんお母さんの家にはこたつがあります。なので、実家に帰るとほとんどこたつの中で時間を費やしてしまいます。こたつから動けなくなっちゃうので、太ってしまう原因にもなりますね。なので、とても危ないです。あとは、イルミネーションを見ることも冬のとっても人気なアクティビティの一つですね。日本のいろんな街にイルミネーションが点灯します。これがすごく綺麗なんですよね。冬の空気はよく澄んでいると言われます。その澄んだ空気のおかげでイルミネーションの光がより綺麗に見えると言われています。クリスマスのシーズンは本当に綺麗なんですよね。有名な場所で言うと、大阪は御堂筋がとても有名です。あとは、東京だと表参道とか、すごく人気のスポットですね。
そういった大きな都市だけではなくて、いろんな場所でイルミネーションのイベントが開催されています。そこに友達と行ったり、家族と行ったり、あとは恋人同士、カップルで行くのが人気ですよね。私も昔、神戸のルミナリエというイルミネーションのイベントに行ったことがあります。すごい綺麗ですよね。すごく癒されます。あとは、温泉に入ることも忘れてはいけないことですね。とっても人気です。日本の冬は結構寒いです。なので、温泉だけではなくて、お家のお風呂にゆっくり浸かるのもとっても人気です。私も大好きです。でもやっぱり温泉っていいですよね。大きなお風呂にゆっくりと浸かる。お風呂のお湯に入ることをお湯に浸かると言います。これが気持ちいいんですよね。開放感もありますし、お湯もあったかくて、すごくリラックスできるんですよ。特に露天風呂。これはすごくいいです。最高です。露天風呂というのは、外にあるお風呂のことです。冬なので寒いんじゃないって思うと思うんですけど、お湯がすごく熱いので、ちょうどいいんですよ。お湯から上がった時も体がホカホカしています。しかも冬の空気を感じながら入ることができるので、すごく気持ちいいです。夜の露天風呂は空の星も見ながらお風呂に入ることができるので、すごくロマンチックな気分になることもできます。なので、露天風呂、そして温泉ですね。すごくおすすめです。日本の温泉に慣れてないっていう人もいると思うんですけど、いつかぜひ試してみてほしいですね。私も冬に日本に帰ったら絶対温泉に入りたいと思います。それぐらいおすすめですよ。あとは忘年会。これも冬といえばのイベントです。皆さん忘年会って知ってますか？ 12 月になると毎週のように忘年会があります。これは会社の人とか友達と集まって今年も1年ありがとうございました。お疲れ様でした。その意味を込めてやる飲み会です。居酒屋でお酒を飲んだり、美味しいものを食べながら、お互い頑張ったねーとねぎらうことです。ねぎらうというのは、頑張ったねと褒め合うことです。これが日本の冬のイベントの一つになっていますね。毎週忘年会がある人もいるんじゃないかなと思います。だから飲みすぎ、食べすぎには注意が必要です。私ももともと会社で働いていたので、12月の季節になると、そろそろ忘年会で忙しくなるなぁとよく感じていました。なので12月に日本に行くと皆さんもあちこちで酔っ払ってる人を見るんじゃないかなと思います。はい。そして12月の最後の日が大晦日って言うんですけど、大晦日までに掃除をたくさんしてお正月の準備をします。そして綺麗な状態で年神様をお迎えしてお正月を迎えるというのが日本の一般的なしきたりですね。それで大晦日の夜は
紅白歌合戦という有名な歌番組を見たり、あとは年越しそばを食べたりして過ごすことが多いですね。そしてお正月になったら初詣に行きます。お正月に神社やお寺に行ってお参りすることを初詣と言います。それからおせちを食べてのんびり過ごします。だいたいお正月の1月1日、2日、3日。この3日間はお休みの人がほとんどじゃないかなと思います。これを正月の三が日と言います。この三が日は面白いテレビもたくさんありますし、食べ物もたくさんありますし、お友達や家族も集まるのですごく楽しい期間です。私もすごく毎年ワクワクします。こういうふうに冬は日本人は過ごしていることが多いんじゃないかなと思います。実は他の動画でも大晦日の話とかお正月の話を詳しくしている動画があるので、そちらもぜひ見てみてください。そして次は冬のあったかグッズ。これもいくつか紹介しますね。例えば、北海道。北海道は冬には欠かせないアイテムです。皆さん、北海道って知ってますか？北海道というのは四角い小さなものです。袋をビリッと破いて中から北海道を出すと、最初はそんなに暖かくないんですけど、だんだん暖かくなってくるんです。振ったり揉んだりすると、中にある何かが化学反応を起こして暖かくなるんですよ。なので、北海道をポケットに入れたりして持ち歩くことが多いです。ヒーターとか暖房がなくても北海道があればすごく暖かく過ごせるので、外に出かけてても便利なんですよ。要はポータブルヒーターみたいな感じですね。貼るタイプと貼らないタイプがあります。貼るタイプのいいところは背中とかお腹とかに、貼ることができます。直接肌に貼るのではなくて、服の上、肌着の上に貼って過ごします。すると背中の部分、腰の部分が温まってすごく気持ちいいんですよ。冬って寒いので体がこわばるじゃないですか。体が硬くなっちゃうんですよね。それをあったかい北海道を貼ることで、体の筋肉もほぐれてリラックスした気分になれます。外にいるときは特に寒いですからね。北海道すごく便利です。日本のお土産として人気みたいですよ。薄いので持ち運びもしやすいので人気なんじゃないかなと思います。ドラッグストアとか、あとはコンビニでも買うことができるので、はい、ぜひ試してみてください。きっとびっくりするんじゃないかなと思います。はい。そして、着る毛布。これもおすすめです。着る毛布って知ってますか？毛布というとブランケットなので、寝るときにかぶる毛布をイメージすると思います。それを着る毛布に進化させたものです。動画を聞いているだけの人はちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、お写真のように手を通すところがあって、お布団をまるで着ているように見えるので着る毛布と言います。ただお布団を羽織っているだけだと
ずれてきてしまうことがあります。なので、着る毛布だと腕も通してボタンも閉められるタイプが多いので、自由に動き回ることができます。そしてお布団を着ているかのようにあったかいです。なので、この着る毛布もすごく人気のアイテムの一つです。あとはヒートテックですね。ユニクロに売っているヒートテックという肌着です。すごく薄いんですけど、あったかいんです。薄いから寒そうに見えるかもしれないんですけど、一度着てみてください。すごくポカポカします。お洋服の下に着る肌着なんですけど、分厚い肌着を着ると着膨れしちゃいますね。着膨れというのは、たくさん服を着ることで太って見えることです。ヒートテックだとその着膨れを防ぐことができます。薄いのであまり影響がないんですよね。なので私はヒートテックをたくさん持っています。日本のほとんどの人が着たことがあるんじゃないかなと思います。これもお土産として人気があるアイテムみたいです。こういうふうに日本では寒さをしのぐためのアイテムがたくさんあります。日本人が考えて工夫して作ったものが本当にいっぱいです。それで便利なんです。なのでぜひ、北海道着る毛布ヒートテックまだ試したことがないっていう方は、もし機会があれば試してみてほしいなと思います。私は寒いのが苦手なので、冬はあんまり好きではないんですけど、12月は好きですね。先ほど話したように、クリスマスもありますし、お正月に向けてワクワクしますね。みんなお正月になったら家族にも会えるし、友達にも会えるしというワクワクした雰囲気を感じることができます。街中がなんだか明るい雰囲気になっている感じがするんですね。そのワクワク感がある12月の雰囲気が大好きです。ということで、今回は日本の冬のものについてたくさんご紹介しました。皆さんの国の冬と違っていましたか？日本独特なものがたくさんありましたか？ということで、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回は日本の北の方にある北海道についてお話しします。北海道は日本で一番大きな島です。とても自然が豊かで美しい場所です。ただ、北海道の魅力は自然だけではありません。長い歴史や特別な文化もあります。まず最初に、そんな北海道の歴史と文化についてお話しします。まず、北海道にはアイヌという先住民族の人々が昔から住んでいました。アイヌの人たちは自然をとても大切にして、動物や植物と共に暮らしていました。アイヌの文化は特別な言葉や歌、踊り、そして美しい手作りの服などがあります。他の地域では見ることができない独自の文化です。
今でも北海道ではアイヌの文化が大切にされています。北海道にはアイヌの踊りや音楽を見たり体験できる場所もあります。北海道が日本の一部として本格的に発展し始めたのは今から150年ほど前のことです。明治時代という時代に日本の政府は北海道を開発しました。それによってたくさんの人が住めるようにしようと考えました。そこで北海道に農業や畜産業を広めるために全国から人々が集まりました。畜産業というのは牛や馬を育てる仕事のことです。北海道の広い土地は畑や牧場を作るのにぴったりだったんです。北海道で一番有名な町の一つが札幌です。札幌は北海道の中心で今ではとても大きな町になりました。でも最初は小さな村のような場所だったんです。札幌が発展するきっかけとなったのは札幌農学校という学校の設立です。この学校では北海道での農業や酪農を学ぶための教育が行われました。酪農というのは牛乳やチーズなどの乳製品を作る仕事のことです。アメリカからクラーク先生という先生が来ました。先生が若い人たちにたくさんのことを教えました。クラーク先生は少年よ大志を抱け Boys be ambitious という言葉で有名です。これは若者よ大きな夢を持ちなさいという意味です。今でも札幌の人々の中でも有名な言葉です。また、北海道には開拓者と呼ばれる人たちがたくさんいました。彼らは北海道の厳しい寒さや自然の中で新しい町を作り、農業を始めました。開拓者たちの努力によって北海道は今のように多くの人が住めるようになりました。また、豊かな食べ物が取れる場所になったんです。北海道の文化にはこうした歴史が深く関わっています。そして北海道は冬の寒さが厳しいです。なので、温かい食べ物や特別な冬のお祭りが発展しました。札幌雪まつりは毎年冬に行われる大きなお祭りで、たくさんの雪像が並びます。世界中から観光客が訪れるとても有名なお祭りです。また、北海道では新鮮な魚介類や
乳製品もたくさん作られています。北海道ならではの美味しい食べ物も文化の一部です。このように北海道の魅力は自然の美しさだけではありません。アイヌの文化や開拓者たちの努力によって築かれた素晴らしい歴史があります。皆さんも北海道を訪れたら、こうした歴史や文化に触れてみてくださいね。次は北海道の観光スポットについてお話しします。北海道には楽しい場所や美しい景色がいっぱいあります。皆さんがもし北海道に行ったら、ぜひ訪れてみてほしい場所をいくつかご紹介します。まず最初にご紹介したいのは函館です。函館は北海道の南の方にある町で、とても美しい夜景が有名です。特に函館山という山の上から見る夜景はとても綺麗です。まるで宝石のようにキラキラしていて、世界でも有名な夜景の一つです。山の上に登ると、港や街の明かりが広がっています。それがとてもロマンチックな風景なんですよね。昼間は五稜郭という星の形をしたお城の跡地もおすすめです。上から見るとお城が星の形をしているのがよくわかるんですよ。次に小樽という町もおすすめです。小樽は昔から港町として発展してきた場所で、レトロな雰囲気が残っています。小樽運河はとても綺麗で、運河沿いには昔の倉庫が並んでいます。夜になるとライトアップされて、また違った美しさが見られますよ。また、小樽にはガラス細工のお店がたくさんあります。そこでは自分でガラスのコップやお皿を作る体験もできます。素敵なお土産も見つかるかもしれませんね。そして、富良野という場所も人気があります。富良野は夏になると広いラベンダー畑が一面に広がります。ラベンダーは紫色のお花でとてもいい香りがします。見渡す限りのラベンダー畑はまるで絵本の中にいるような気持ちになります。ラベンダー以外にも春から秋にかけていろいろなお花が咲き乱れます。富良野は花好きな人にはたまらない場所です。また、冬には富良野でスキーも楽しめます。次に紹介するのは旭山動物園です。北海道の旭川
という町にある動物園です。これは日本でとても人気のある動物園の一つです。この動物園はただ動物を見るだけではありません。動物たちの自然な姿を間近で見ることができるところが魅力です。例えば、ペンギンが歩いている姿を間近で見たりできます。また、白クマが水の中で泳ぐ様子をガラス越しに見ることができるんですよ。動物たちが元気に動いている姿を見ると、とても楽しい気持ちになります。また、美瑛という町もおすすめです。美瑛は広い丘が続く風景がとても美しい場所です。特に青い池というところは、その名の通り、水が青く見える不思議な池です。青い水と周りの木々が作り出す景色は、まるで絵のように美しいんです。美瑛では、サイクリングやドライブを楽しみながら、この美しい景色を楽しむことができます。このように、北海道にはたくさんの楽しい観光スポットがあります。自然や街、動物たちと触れ合う楽しい旅をしてみてくださいね。次は、北海道で食べられる美味しい食べ物についてお話しします。まず、北海道といえば、海鮮がとても有名です。北海道は周りを海に囲まれています。なので、海から取れる魚やカニ、ホタテなどがとっても新鮮なんです。特におすすめなのが、イクラ丼です。イクラは鮭の卵で、小さくてプチプチした食感がとても美味しいです。そのイクラをたっぷりご飯の上に乗せたイクラ丼は、北海道でしか味わえない贅沢な一品です。また、カニもとても有名で、カニを使った料理もたくさんありますよ。次にご紹介したいのは、ジンギスカンです。ジンギスカンは、羊のお肉を使った料理で、北海道ならではの食べ物です。羊のお肉はとても柔らかくて、特製のタレで味付けして焼いて食べます。ジンギスカンはバーベキューのように鉄板の上でジュージューと焼いて食べます。みんなでワイワイしながら食べるのが楽しいです。それから北海道にはラーメンも有名なものがあります。特に札幌ラーメンが人気です。札幌ラーメンは濃厚な味噌スープが特徴です。寒い冬に食べると体がポカポカ温まります。
さらに北海道には乳製品もとても美味しいものがたくさんあります。例えば牛乳やバター、そしてチーズなどです。北海道の広い牧場で育った牛から取れるミルクはとても新鮮で濃厚な味わいです。特にチーズケーキは北海道の人気スイーツの一つです。クリーミーで柔らかくてまろやかな甘さが口の中で広がります。また、アイスクリームもとても美味しくて、濃厚なミルクの味を楽しむことができます。そしてもう一つおすすめしたいのが、スープカレーです。私の旦那も北海道で仕事をしていた時期があり、スープカレーが大好きだと言ってました。トッピングを自分で選べたり、いろいろな味があるので、好みに合わせて楽しめると思います。最後に夕張メロンというフルーツもご紹介します。夕張メロンは北海道の夕張という地域で作られている高級なメロンです。とても甘くてジューシーです。メロンを半分に切って、そのままスプーンですくって食べてみてください。口の中いっぱいに甘さが広がります。夕張メロンはお土産としても人気があり、贈り物にするととても喜ばれます。北海道の食べ物はどれも自然の恵みをたっぷり受けて作られたものばかりです。次は北海道で行われる楽しいお祭りとイベントについてお話しします。北海道には一年を通してたくさんのお祭りやイベントがあって、どれもとても面白くてワクワクするものばかりですよ。ぜひ最後まで聞いてくださいね。まず最初にご紹介するのは札幌雪まつりです。このお祭りは毎年2月に札幌という大きな町で行われます。札幌雪まつりは雪と氷で作られた大きな彫刻がたくさん展示されるお祭りです。大きな雪像や氷像は見る人を驚かせます。まるでおとぎ話の世界から飛び出してきたような美しさです。特に夜になるとライトアップされた雪像がキラキラと輝いて綺麗です。まるで別の世界にいるような気分になります。子供から大人まで楽しめるイベントなのでおすすめです。次にご紹介するのは函館港祭りです。このお祭りは夏の8月に函館という町で行われます。
函館港祭りでは、たくさんの人がイカ踊りという楽しい踊りを踊ります。名前の通り、イカのような動きをしながらみんなで一緒に踊るんですよ。とてもユニークで面白い踊りなので、見ているだけでも楽しいです。皆さんも一緒に踊ってみるともっと楽しいですよ。函館港祭りでは花火も打ち上げられるので、夜空に広がる綺麗な花火も楽しめます。また、秋には札幌オータムフェストという美味しいイベントがあります。このイベントでは、北海道のいろいろな地域から集まった美味しい食べ物を楽しむことができます。新鮮な海の幸や野菜、そしてチーズやお肉などです。北海道の自然の恵みがたっぷり詰まった料理がいっぱいです。お腹がいっぱいになるまで北海道のグルメを楽しむことができます。なので、食べるのが好きな人にはとてもおすすめのイベントです。さらに冬には知床ファンタジアという特別なイベントがあります。このイベントは北海道の東の方にある知床という場所で行われます。知床は世界自然遺産に登録されている美しい自然が残る場所です。知床ファンタジアでは夜になるとたくさんのキャンドルが灯されて幻想的な光景が広がります。静かな夜に雪の中に輝くキャンドルの光を見ると心がとても温かくなります。冬ならではの美しいイベントなので、ぜひ訪れてみてください。このように北海道では一年を通してたくさんのお祭りやイベントが行われています。それぞれの季節にぴったりの楽しみ方がありますよね。どのお祭りも北海道の自然や文化を感じることができます。次は北海道で買える素敵なお土産についてお話しします。北海道にはここでしか買えない特別なお土産がたくさんあります。まず北海道でとても有名なお土産は白い恋人です。白い恋人はサクサクしたクッキーに甘いホワイトチョコレートが挟まれているお菓子です。とても美味しくて、どの年代の方にも人気があります。パッケージもとても可愛いです。北海道を訪れたら、この白い恋人は絶対に買っておきたい一品です。次にご紹介したいのは、六花亭のマルセイバターサンドです。このお菓子は、しっとりとしたクッキーの間に、バタークリームと
レーズンが挟まれています。食べるととても濃厚な味が広がります。昔から北海道のお土産として人気があります。家族や友達へのお土産にぴったりです。それからロイズのチョコレートもおすすめです。ロイズは北海道の有名なチョコレートブランドです。この会社ではとても美味しいチョコレートを作っています。中でも生チョコレートは口の中でとろけるような食感です。甘さもちょうどよく、たくさんの人に愛されています。バレンタインデーや特別な日のプレゼントにも最適ですね。また、北海道といえば、じゃがポックルというポテトスナックも大人気です。じゃがいもをそのまま使って作られたこのスナックは、カリッとした食感がたまりません。北海道のじゃがいもはとても美味しいことで有名です。それを使ったじゃがポックルはお土産にとても人気です。軽くて持ち運びもしやすいので、たくさんの人に配るお土産としてもおすすめです。最後に札幌クラシックビールも北海道限定のお土産です。このビールは北海道でしか手に入らない特別なビールです。とてもすっきりした味わいです。ビール好きな方へのお土産にするととても喜ばれますよ。私の旦那も好きすぎて、北海道に単身赴任中は太る原因になっていました。どれも北海道ならではの特別なものばかりです。皆さんも北海道に行ったら、ぜひいろいろなお土産を探してみてくださいね。今回は北海道についてお話ししました。北海道について詳しくなりましたか？北海道は日本人の人気観光地でも常にトップになっている場所です。私も次に日本に帰った際には北海道にまた行ってみたくなりました。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。もう日本はとっても暑いです。皆さん、夏は好きですか？私は暑いのが苦手です。だから暑い夏は苦手です。日本の夏って湿度がすごく高いんですよ。だから汗をたくさんかきます。汗をたくさんかくと体がベタベタします。それが嫌なんですよね。暑いのは
嫌いです。でも、日本の夏のイベントや食べ物は大好きです。夏ってなんだかワクワクするんですよね。ということで、今回は日本の夏についてお話しします。日本の夏と聞いて頭に浮かんだものを紹介しますね。ぜひ最後まで聞いてください。親のズラーニングハブ。まずは夏の食べ物についてです。皆さんは日本の夏の食べ物と聞いてどんなものを思い浮かべますか？私はかき氷がまず最初に思い浮かびました。かき氷は氷を削ってシロップをかけた甘い氷菓子です。夏の暑い日のかき氷は最高です。お口に入れるとひんやりして涼しくなります。たまに一気にかき氷を食べると頭が痛くなりますね。これを頭がキーンとすると言います。夏祭りでもかき氷は欠かせませんね。それから夏といえば冷やしそうめん。湯がいたそうめんを器に入れて冷たいお水と氷を入れます。その上に卵焼きやハム、きゅうり、プチトマトを乗せます。そしてそうめんのつゆにつけて食べます。冷たくて喉越しがいいので、夏の食欲がない時にぴったりです。喉越しがいいというのは、喉に引っかかることなく、スッと通り抜けるという意味です。喉を通りやすいので、食べやすい、飲みやすい様子を表します。夏は暑くて食欲が落ちます。そんな時にこういう喉越しがいい食べ物が食べやすくていいですよね。ちなみに流しそうめんというのもあります。そうめんを竹でできた筒に流します。そこに水とそうめんを一緒に流すんですね。そして水と一緒に流れてくるそうめんを箸ですくって食べます。ゲーム感覚で楽しいので、子供も大人もワイワイ楽しめます。そして忘れてはならないのがうなぎですね。土曜丑の日という日があります。土曜丑の日というのは、立夏、立秋、立冬、立春の直前の約18日間の期間を表します。つまり、季節の変わり目を指す言葉です。夏は特に暑い時期で夏バテしやすいです。夏バテというのは暑さで体力や食欲が落ちてしまうことです。スタミナをつけるため、7
7月下旬にこってりしたうなぎを食べる習慣があるんです。この時期にスーパーに行くと、土用丑の日という言葉をいっぱい見ると思いますよ。ということで、夏の食べ物を3つ紹介しました。かき氷、冷やしそうめん、うなぎです。他にも思いつくものありますか？じゃあ次は夏のイベントですね。最初に思いつくのはやっぱり夏祭り。夏になると日本中で夏祭りがあります。夏祭りでどんなことをするか知っていますか？夏祭りで一番楽しいのは、やっぱり屋台かな。たくさんのお店があります。焼きそば、焼き鳥、焼きとうもろこし、かき氷、りんご飴、ジュースやビールなど飲み物も売っています。屋台で食べ物を買って食べながら歩きます。食べ歩きすると言います。食べ物だけではなくて、ゲームコーナーやおもちゃ屋さんもあります。金魚すくいや射的が人気ですね。おもちゃ屋さんではピカピカ光るおもちゃがたくさんあって、子供たちは大喜びです。それから浴衣ですね。浴衣を着て夏祭りに行く人がいっぱいいます。家族はもちろん、カップルで浴衣を着て夏祭りに行く人もいますね。私も中学、高校生の時は浴衣を着て可愛い姿を見せたいと張り切っていました。漫画みたいでしょ？漫画みたいだと思いませんか？今でも高校生カップルが浴衣で夏祭りデートしているのを見るとキュンとします。かわいいなーって思います。私の娘たちもいつか彼氏と夏祭りに行って浴衣デートを楽しんでほしいなって思います。青春ですよね。そして夏祭りの最後は打ち上げ花火。ドカーンと大きな音で迫力満点です。そして暗い夜空に本当に花のように輝きます。本当に綺麗です。打ち上げ花火だけではなくて、手持ち花火ももちろん綺麗です。それに楽しいです。夏休みに子供たちと必ず手持ち花火をして遊びます。線香花火は火花が小さいけれど、ふわっと丸い光がゆっくり落ちる姿が風情満点です。夏の終わりに花火を見ると切ない気持ちになります。
切ないというのは前に桜の話をした時にもしましたね。あっという間に終わってしまうことを寂しく感じることです。そしてそのあっという間に終わるからこそ、その一瞬の美しさを味わおうということです。夏の終わりの花火は本当に切ないです。今年の夏も楽しかったなぁ。夏が終わっちゃうなぁ。いつまでもこの楽しい時間が続くといいなぁ。そんな風に多くの日本人が感じているんじゃないかなと思います。他のイベントといえば、お盆ですね。お盆って何か知っていますか？8月13、14、15日に日本ではお盆を迎えます。お盆は先祖の霊を迎える行事です。多くの会社が3日から5日休みになり、帰省する人がいっぱいいます。帰省は実家に帰るという意味です。だから高速道路や駅はスーツケースを持つ人で大混雑です。お盆ではご先祖様に今私たちがこうして生きていることに感謝を伝えます。そして家族や親戚が集まります。だから賑やかで楽しいです。ちなみにちょっと不思議な話もしますね。このお盆の期間は海や川に入ってはいけないと言われています。理由はお盆期間は霊がこの世に帰ってくるという迷信があるからです。水辺が霊の通り道と言われているんです。だからお盆に海や川に入ると霊に引きずられる可能性が高いと言われているんです。ちょっと怖いですよね。迷信と言われていますが、私は昔の人の知恵でもあるなぁと思っています。お盆の時期になると海や川の水の温度が低くなるそうです。だから心臓への負担が大きくなるからリスクが高まるんですって。そして海では離岸流が発生するからと言われています。速い波の流れで沖に流されてしまうそうです。こういう根拠がちゃんとあるんですね。昔の人は幽霊に連れて行かれると言ってリスクから守っていたのかもしれません。だって幽霊って聞くと怖くて水に近づきたくなくなりますよね。私も怖いのでお盆の期間は絶対海や川には行きません。あとは子供たちの夏休み。日本は1学期が7月の中旬で終わります。その後約1ヶ月ちょっと夏休みになります。夏休みは宿題がいっぱいあります。
計画的にタスクを終わらせる練習を子供のうちからするんです。私は早めに宿題を終わらせて、後でいっぱい遊びたいタイプでした。中には先にいっぱい遊んで、宿題は後でギリギリでという人もいました。皆さんはどっちのタイプですか？そして、ラジオ体操というのも朝6時半から地域のコミュニティでやっています。ラジオ体操カードというものが学校で配られて、参加したらスタンプをもらえます。私は小学生の時は毎朝参加していました。これも夏休みだからといって生活のリズムを崩さないようにという意図があります。夏休みはついつい夜更かしして朝も遅く起きがちですからね。それを防ぐためのラジオ体操でもあります。ちなみにラジオ体操は小学校の時に体育で何度も練習します。だから大人になってからも反射的に体が動きます。もう体が動きを覚えているんですよ。じゃあ最後に夏に日本人がよく使う便利なアイテムを紹介します。夏になるとひんやりグッズがあちこちで売られています。ひんやりというのは冷たくて気持ちいいという意味です。最近は服やタオルの素材が冷たくて気持ちいいものもあります。私も日本で去年冷感タオルというのを買いました。冷感タオルは水に濡らすと温度が下がる特殊な繊維のタオルです。肌に触れるとひんやりするんです。首に巻けばポータブル冷蔵庫のように涼しさが続きます。熱中症が怖いので使う人が増えているようです。そう、熱中症ですね。熱中症にならないようにしっかり水分補給と塩分補給をしましょう。コンビニに行ってみてください。ポカリスエットや塩分補給ができるキャンディーが簡単に買えます。しかも安いです。観光をしているとたくさん歩きますよね。気づいたらあまり水分を取っていないということもあると思います。なんか疲れたなぁと思ったら、クーラーが効いている涼しいコンビニに入ってください。そして飲み物を買って飲んだりして休憩をしっかりしてくださいね。あとはポータブルファン。日本に行くとたくさんの人がこれを持って歩いていると思います。あと日傘ですね。女性が特に多いと思います。私も持っています。暑い日本の夏には欠かせないアイテムだと思います。
それと、ひんやり汗拭きシート。汗拭きシートって知っていますか？ドラッグストアやコンビニで置いています。濡れたティッシュで汗をさっと拭くことができます。動画の最初で言いましたが、汗をかくと体がベタベタして気持ち悪いんですよ。だから汗拭きシートで汗を拭くと肌がサラッとして気持ちいいんです。それにひんやり気持ちいいですしね。体温も一時的に下がります。もし日本に夏に行く方は試してみてください。気持ちいいですよ。はい。ということで今日は日本の夏についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんの国の夏とは違っていましたか？さっきも言いましたが、熱中症に気をつけて楽しい夏を過ごしましょうね。皆さん、こんにちは。今日は広島県にあるとても美しい島、宮島についてお話しします。宮島は日本三景の一つに選ばれています。日本三景というのは日本で綺麗な3つの景色ということです。なので宮島は世界中の人たちが訪れる有名な観光地です。日本のミシュラングリーンガイドでも三つ星に選ばれています。では、宮島の歴史、地理や見どころなどの4つのテーマに沿って紹介しようと思います。最初にその魅力をいくつかご紹介しますね。まず、宮島で一番有名なのは、厳島神社です。この神社は海の上に建てられていて、赤い大きな鳥居がとても印象的です。この鳥居は海の満ち引きによって見え方が変わります。潮が満ちている時には、まるで鳥居が海に浮かんでいるように見えます。不思議ですよね。そして潮が引くと歩いて近くまで行くことができます。この不思議な景色はここでしか見られません。次に宮島ではたくさんの鹿に会うことができます。鹿は島のあちこちを自由に歩いていて、とても人懐っこいです。でも食べ物をあげるとお腹を壊してしまうことがあります。なので見て楽しむだけにしましょうね。鹿と一緒に写真を撮るのもおすすめです。また、宮島には弥山という山があります。この山に登ると、広島の海や島々を見渡すことができます。また、ロープウェイに乗って途中まで登ることができます。なので、
小さな子供でも安心して楽しめます。山頂からの景色は本当に素晴らしいです。みんなが、わあ、綺麗と感動しますよ。さらに、宮島の街では、たくさんのお土産屋さんや、美味しい食べ物を楽しむことができます。特に有名なのは、もみじまんじゅうです。もみじの形をした甘いお菓子で、あんこやチョコレートが入っています。お店では焼きたてのもみじまんじゅうを食べることができるので、とても人気です。最後に、宮島の夜もとても魅力的です。厳島神社や鳥居がライトアップされます。なので、昼間とはまた違った幻想的な雰囲気を楽しむことができます。夜の静かな宮島を散歩すると、まるでおとぎ話の世界にいるような気持ちになります。皆さんもいつか宮島を訪れて、その素晴らしさを体験してみてくださいね。二つ目は、宮島の歴史についてご紹介しますね。まず、宮島には、厳島神社という有名な神社があります。この神社は今からおよそ1400年前に建てられたと言われています。厳島神社を作ったのは佐伯倉本という人です。海の神様を祀るためにこの神社を建てたそうです。その後、平安時代になると、有名な武士である平清盛が厳島神社をさらに大きく立派にしました。平清盛はこの神社をとても大切にしていました。宮島を神様が住む島と考えていたそうです。厳島神社の一番の特徴は、神社が海の上に立っていることです。この場所に神社を建てた理由は、神様が海から来ると信じられていたからだと言われています。なので、厳島神社には大きな赤い鳥居がありますが、この鳥居も海の中に立っています。昔の人たちはこの鳥居を神様が通る道と考えていたそうです。また、宮島は世界遺産に登録されています。これは厳島神社とその周りの自然が世界中の人たちにとっても大切なものだと認められたからです。特に厳島神社が満潮の時に海に浮かんでいるように見えるその景色は昔からたくさんの人に愛されています。満潮というのは海の水がいっぱいになる時間のことです。さらに宮島は歴史の中で
戦争の舞台にならなかったことでも知られています。なぜなら、この島が神聖な場所とされていたからです。敵も味方もこの島で戦うことを避けたと言われています。だからこそ、厳島神社や島の自然が今でも美しい形で残っているのです。宮島では昔から人が神様を敬い、自然と共に生きるという考え方が大切にされてきました。例えば、厳島神社を支える木材は、すべて自然から取ったものです。そして、無駄に使わないように、丁寧に加工されていました。また、島の中では大きな建物を作らず、自然を守ることがずっと続けられています。このように宮島はただ綺麗な場所というだけではありません。歴史や文化、そして自然を大切にしてきた島なのです。こうした歴史を感じながら、厳島神社や島の自然を楽しんでみてくださいね。3つ目は、その宮島の地理についてお話ししますね。まず、宮島は広島県の南西にある島です。正式な名前は厳島と言います。宮島は瀬戸内海という穏やかな海に浮かんでいます。フェリーに乗って渡ることができます。広島市からは電車やバスで行くことができます。海に囲まれた自然いっぱいの場所です。宮島の一番の特徴は、島全体が山と森で覆われていることです。島の中央にある弥山という山は、標高が535メートルあります。この山は昔から神様が住む山と言われています。なので、とても神聖な場所です。山の中には昔の人たちが作ったお寺や石の道があります。そして自然と歴史を一緒に楽しむことができます。弥山に登ると、頂上からは広島湾や瀬戸内海に浮かぶ小さな島々を見渡すことができます。天気のいい日には遠くまで続く青い海と空がとても綺麗です。登山が苦手な人でも大丈夫です。ロープウェイに乗って途中まで行くことができるので安心して楽しめます。宮島の周りの海はとても穏やかで、たくさんの魚や海の生き物が住んでいます。この綺麗な海のおかげで、宮島では牡蠣やアナゴなどの美味しい海の幸がたくさん取れるんですよ。さらに宮島の島内にはたくさんの鹿が住んでいます。
この鹿たちは神様の使いと考えられていて、とても大切にされています。島を歩いていると、鹿がのんびり草を食べたりしています。宮島は山、海、森が一緒になった自然豊かな場所です。古くから神様が宿る島として大切にされてきました。4つ目は食べ物についてです。宮島は世界中から観光客が訪れる有名な場所です。実は美味しい食べ物がたくさんあることでも知られています。宮島で食べられる地元の名物をご紹介しますね。まず、宮島といえば焼き牡蠣です。宮島の周りの海はとても綺麗です。この海で育った牡蠣は新鮮でプリプリしています。焼き牡蠣は牡蠣を殻のまま炭火で焼いた料理です。香ばしい香りがして、食べると口の中でじゅわっと海の味が広がります。冬になると特に美味しいです。冬にはたくさんの人が食べに来ますよ。次におすすめなのは、アナゴ飯です。アナゴは宮島の近くの海で採れる魚です。見た目は細長い形をしています。アナゴをご飯の上に乗せて甘いタレをかけたのがアナゴ飯です。宮島ではこのアナゴ飯がとても人気です。近くにはアナゴ専門のお店がたくさんあります。ご飯とタレがよく合っていて、とても美味しいですよ。また、もみじまんじゅうも宮島の名物です。もみじまんじゅうは、もみじの形をしたかわいいお菓子です。中にあんこやチョコレート、クリームなど、いろいろな味が入っています。宮島では焼きたてのもみじまんじゅうが食べられるお店もあります。ほんのり温かい状態で食べるととても美味しいです。お土産にもぴったりです。家族やお友達に買って帰るのもおすすめです。さらに宮島には揚げもみじというユニークなお菓子もあります。これはもみじまんじゅうを揚げたものです。外はカリカリ、中はふんわりしています。甘さと香ばしさがちょうどよく、食べ歩きにもぴったりです。そして宮島ビールという特別な飲み物もあります。これはお酒が飲める大人向けです。地元の材料で作られたクラフトビールです。宮島ではこうした地元の食べ物や飲み物を楽しめます。また食べ物を楽しみながら
景色を眺めるのがとても人気です。最後に宮島の商店街では手軽に食べられるスナックもたくさん売っています。例えば、かきコロッケや焼きイカなど宮島らしい味を楽しむことができます。どれも美味しいですよ。食べると宮島でしか味わえない特別な気持ちになります。宮島は自然や歴史の素晴らしさだけが人気ではありません。美味しい食べ物もたくさん楽しめる場所です。皆さんももし宮島に行くことがあれば、いろいろな地元の名物を味わってみてくださいね。今日はお話を聞いてくださってありがとうございました。宮島は日本の人々にとってとても大切な場所であり続けています。皆さんもいつか宮島を訪れてみてくださいね。皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。今日のテーマは、本音と建前です。聞いたことありますか？これは日本の文化の中でもとっても特徴的なものです。まず最初に本音と建前ってどういう意味でしょうか？まず本音とは本当の気持ちのことです。正直な心ですね。例を挙げてみますね。今日は疲れたから早く帰りたいなとか、この料理あんまり好きじゃないな。そういうのが本音です。一方で、建前は人前で言うための言葉です。つまり、相手を気遣って優しい言い方をすることですね。例えば、本当は帰りたいけど、もう少し大丈夫ですよ、です。また、好きじゃない料理でも、美味しいですねって言ったり。これが建前です。次によくあるシチュエーションに沿って意味を説明しますね。一つ目は、レストランでの美味しいですねということです。誰かと一緒にご飯を食べている時を想像してみてください。美味しいですねと言っているのに、あまり食べてない？あれ？本当に美味しいのかな？もしかしたらそれは建前かもしれません。日本ではまずいとは言わないのがマナーなんです。なので場の雰囲気を大事にしてポジティブな言葉を使うんですね。二つ目は、忙しいですが大丈夫です。職場でもこんなことがあります。上司に、忙しいですか？と
聞かれたとします。本音はめちゃくちゃ大変です。なのに、ちょっと大変ですが大丈夫です。と答える。これも建前の一つです。相手を気遣うためにやんわり答えるんですね。大丈夫もよく使われる便利な言葉ですよね。三つ目は、申し訳ないですが、という言葉です。何かをお願いするときってよくありますよね。そんなとき、申し訳ないですが、これをお願いできますか？こんな風に丁寧に日本人は言いますよね。本来、申し訳ないはごめんなさいという意味です。ですが、ここでは本気で謝ってるわけではありません。これは建前の言い方なんです。日本ではお願いするときほど優しい表現を使います。こういった言い方を難しい表現でへりくだるとも言います。実は日本人同士でも本音と建前の使い方って難しいんです。本音を言いすぎると空気が読めないと思われます。逆に本音がなさすぎると何を考えてるの？と思われたりします。このバランスがとても難しいですが大事なんです。実は地域差もあります。旦那の出身の京都では本音をあまり言わずに建前で会話することが多い地域です。なので京都の人は何を考えているのかわからないとよく言われます。実際私の旦那もそんな風に周りから言われていることもあります。では、飲み会でもう一杯どう？と聞かれたときはどうでしょうか？例えば飲み会で上司に聞かれた一言だったとします。上司がもう一杯どう？と聞いたとします。本音ではもう帰りたいなぁと思っていても、じゃあもう一杯だけと言ってしまう。これは場の空気を読む日本の文化ですね。日本人は本音を場の空気を読んで隠すことも多いです。でも、こんなことばっかりしていると疲れちゃいますよね。スペインではこういったことは少ないです。でも、せっかく買ってきたワインでも、口に合わないといらないですと言われることもあります。それはそれで日本人の感覚からすると悲しくなります。何事もバランスが必要だなと思います。では、一つ質問です。ちょっと考えますは、断ってると思いますか？
例えば、旅行に誘われたとします。日本人は本音では行きたくないなぁと思っていても、ちょっと考えますと答えることがあります。これは優しい断り方です。建前の表現です。他にも有名な断り方では、行けたら行くがありますね。これも基本的には行きません。ストレートに本音を言いたくない日本人っぽい表現ですよね。では、なぜ本音と建前が生まれたのでしょうか？ここで少し文化の話をしましょう。なぜ日本では建前が大事にされるのでしょうか？それは日本が調和を大切にする社会だからです。昔から日本では和、つまり人と人が仲良くすることが大事にされてきました。仲良くするために自分の意見よりみんなの気持ちを大切にするんです。そのため、ストレートに言い過ぎない文化ができたんですね。建前はそのための優しさとも言えます。では、他の国はどうでしょうか？例えば、アメリカやドイツでは、正直に言うことが大事とされています。だから、ノーという時もはっきり言う文化があります。でも、日本ではノーということが相手を傷つけるかもしれない。そう考える人が多いんです。だから、ちょっと考えます。や、行けたら行くがよく使われます。言い方は柔らかいけど、実は断っている。この違いが文化の違いなんですね。最後に、日本人と話すときのコツを紹介します。ここまで話すと、日本人って本当は何を考えているのかわかりづらい時がありそうですよね。日本人と話すとき、どうすればいいでしょうか？本音を聞きたいときは、ストレートな質問を避けてみましょう。例えば、友達を招待して、ホームパーティーをしたとします。私の作った料理は美味しかった？と聞くのはストレートすぎます。どの料理が好き？や、また来たいと思う？など、やんわり聞いてみると本音が見えることがあります。考えておきます。と言われた際は、深追いはやめましょう。例えば、休日にピクニックに行こうと誘ったとします。その際に考えておきますと言われたら、これはやんわりと断っている可能性が高いです。なので、いつになったらわかる？とか、細かく質問するのは一
旦避けてみましょう。では、今回のまとめです。本音は本当の気持ちのことを意味しています。建前が生まれたのは文化的な背景や相手への優しさがあります。日本では柔らかい言い方が大事です。本音を知りたいときは間接的に聞くのがいいと思います。ちょっと考えます。や、行けたら行くは断っているかもしれません。言葉の裏にある気持ちをちょっと想像してみましょう。はい。皆さんは日本で本音と建前にびっくりしたことありますか？逆に日本人の方で建前で話したら外国の人に通じなかったなんて経験もあるかもしれませんね。よかったらコメントで教えてくださいね。皆さんこんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは富士山です。日本の山といえば、まず思いつくのが富士山ですね。いつか行きたいと思っている人も、写真でしか見たことがないという人もいますよね。実は私も初めて見たとき、その大きさと形の美しさにびっくりしました。今日は、見る、登る、文化、言葉の4つの角度から富士山を優しい日本語で紹介します。最後まで聞けば旅行プランにも勉強プランにも役立つヒントが詰まっていますよ。そして新しい単語も学べます。音だけでもイメージできるように場面ごとに例も入れてみました。今日もカフェでおしゃべりするような気持ちで気軽に聞いてくださいね。あ、そうなんだ、と何度も言いたくなるはずです。ちなみに富士山の高さは3776メートルです。この数字をまず頭に入れておくと、話のスケールがわかりやすくなります。3000メートルを超える山は日本でも少ないので、富士山はまさに特別な存在です。耳で聞くだけでも山のてっぺんの空気の薄さを想像できますよね。それでは日本人が大好きな山、富士山を4つのストーリーで見ていきましょう。まずは見る富士山の話です。山は遠くからでもよく見えます。ですが、富士山は場所と時間で顔が大きく変わります。絶景ポイントを知ると、写真も思い出もレベルアップします。絶景という言葉は、とても素晴らしい景色という意味です。
理由はシンプルです。富士山は円錐の形が綺麗です。なので、角度が少し変わるだけで、ラインが違って見えるからです。例えば、新幹線の車窓から見る富士山は一瞬です。ただ、雪と青空のコントラストがくっきり見えます。このタイミングはシャッターチャンスですね。シャッターチャンスとは、写真を撮る最高の瞬間という意味です。具体的な絶景ポイントの例を3つ紹介します。1つ目は山梨県の河口湖です。湖面に富士山が逆さに映る逆さ富士が見られます。逆さ富士は山が水に映る現象です。2つ目は静岡県の三保の松原。海越しに見る富士山は裾野が長いです。青い海と松の緑が山を引き立ててくれています。3つ目は東京の高いビルの展望台です。都会の夜景と山のシルエットが同時に味わえます。ちなみに富士山を見るときは雲が少ない午前中が一番成功率が高いと覚えておくといいです。少しの情報で旅がぐっと楽しくなります。まとめると、富士山を見るコツは、季節、時間、場所を変えてみることです。朝日で赤く染まる赤富士も素晴らしいです。また、夕日で黒く浮かぶ影富士も忘れられない一枚になりますよ。次は、登る富士山です。富士山は毎年7月上旬から9月上旬まで登山道が開きます。登山という言葉は山に登る活動のことです。7月以前は雪が残り危険です。なので、初心者は公式シーズンを守りましょう。最近は観光客がルールを守らないことが問題になっています。つい最近も観光客がシャツで登って救助に行ったというニュースがありました。ルールを守らないといけない理由は高さと気温の差です。山頂は夏でも5度前後まで下がります。5合目という地点まではバスで行けます。5合目は山の中間点という意味です。そこから先は自分の足で歩きます。無理をすると高山病になることもあります。高山病は空気が薄い場所で頭が痛くなる体のトラブルです。
具体例として人気の吉田ルートを紹介します。このルートは山小屋が多いです。また、道もわかりやすいので、初心者向けです。山小屋という言葉は、山にある休憩所のことです。夜に山小屋で休みます。そして早朝に山頂を目指すプランが一般的です。早朝に見る御来光は特に人気です。御来光とは山頂から見る日の出のことです。持ち物は防寒着、雨具、ヘッドライト、そして水2リットル以上。山の天気は変わりやすいです。なので必ずレインウェアを用意してください。また、登山道では上り優先というマナーがあります。上り優先は降りる人が道を譲るルールです。もし時間と体力に余裕があれば、下山後に温泉に入ると疲れが取れます。富士山周辺には湖を眺めながら入れる露天風呂もあります。心と体のリセットにぴったりですね。山旅の最後まで楽しむことで達成感がさらに深まります。まとめると、安全に登るポイントはシーズンを守ることです。また、装備を揃える、ペースをゆっくりの3つです。ゆっくり歩けば、息も心も景色も楽しめますよ。3つ目は文化の中の富士山です。富士山は古くから神様がいる山と考えられています。日本の信仰と芸術に大きな影響を与えてきました。信仰という言葉は神や自然を敬う心のことです。山そのものを神として大切にする文化が今も続いています。理由の一つは遠くから見てもわかる特別な形です。そのため旅人の道しるべにもなりました。江戸時代の絵師、葛飾北斎の絵は有名ですよね。彼は富岳36景という版画で富士山を世界に紹介しました。版画は木の版に絵を彫って紙に写す技法のことです。多くの構図で山を捉え、人の生活と山のつながりを見せています。その他にも山と人々の生活のつながりについて紹介します。まず、富士山本宮浅間大社では木札を買い、安全を祈ります。お札は守り札とも言い、家や持ち物を守る紙や木の札です。次に昔の登山者は白装束で山を登りました。
白相続は白い服で身を清めるという意味があります。そして夏の終わりには山梨県で吉田の火祭りが行われます。大きな松明に火をつけます。山の神を鎮め、秋の実りを願う行事です。行事という言葉は伝統的なイベントのことです。さらにポップカルチャーでも富士山は人気です。アニメの背景やスポーツチームのロゴにも使われます。日常の中に自然と入っています。つまり、富士山は昔と今をつなぐ文化のハブとも言えますね。皆さんの国にも歌やアートで富士山を見つけたら、ぜひ思い出してください。富士山は見る山だけでなく、祈る山でもあります。この文化を知ることで、山を見る目線が変わってきますよね。旅の楽しさが何倍にもなりますよ。最後は言葉の面から富士山を見てみましょう。山に関する日本語は日常会話でもよく使われます。ここで5つのキーワードを紹介します。1つ目は山開きです。山開きとは安全を祈りながら登山シーズンを正式に始める日です。2つ目は6合目。6合目は5合目の次の休憩ポイントです。山頂までの残りの距離を知る目印になります。目印という言葉は目で見てわかる印のことです。3つ目は火口です。火口は火山の口、大きな穴という意味です。富士山の火口は直径700メートルほどあり、夏でも雪が残る場所があります。4つ目は噴火。噴火とは火山からマグマ、火山灰やガスが出る現象です。富士山は300年前に大きく噴火しました。そこから大きな噴火はありません。なので昔は休火山と言われていました。休火山は今は活動が止まっている火山のことです。ただ今では活火山とも言われています。噴火の可能性があると言われていますので、皆さんもお気をつけください。5つ目は表口と裏口です。表口は吉田ルートなど北側からの登山道のことです。裏口は富士宮ルートなど南側からの登山道を指します。口という文字が
登山道を意味するのは、登山が山の口から入るイメージだからです。これらの単語を覚えると、ニュースや旅番組で富士山が出ても理解しやすくなります。さらに、自分の国の山と比べる会話も広がりますよね。まとめると、言葉を知ることで、情報を受け取るアンテナが高くなります。旅も勉強も深く楽しめます。ぜひ、ここで出てきたキーワードをメモして、今日から使ってみてくださいね。今日は、見る、登る、文化、言葉の4つから富士山を旅しました。絶景ポイントで景色を楽しみましょう。安全な装備でルールを守って登りましょう。神様の山という文化を感じ、火山に関わるキーワードで日本語力もアップ。どの角度からも富士山は皆さんの世界を広げてくれます。それくらい日本人にとっては大きくてすごい存在です。今回の話が面白かったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。コメントで行ってみたい場所も教えてください。また、新しいテーマのリクエストも大歓迎です。気軽にメッセージしてくださいね。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは、日本人の好きなスモールトークです。スモールトークは軽い雑談、会話という意味です。初めて会う人との会話って思いつかなかったりしますよね。なので、アイスブレイクとも言ったりしますよね。例えば、エレベーター、会社のキッチン、カフェのレジ待ち、ビジネスミーティング。そんな短い時間に何を話せばいいか迷うことありますよね。日本でも難しい話より誰でも簡単に話せる話が好まれます。そこで今回は私がよく聞く4つの話題とその広げ方を紹介します。新しい単語は簡単に説明も入れるので安心してください。それではスタートしましょ綾野ズラーニングハブ。う。日本人がまず口にするのは天気。天気は空の様子のことです。例えば、今日暑いですね。とか、急に雨が降りそう。とか。これだけで会話が始まりますよね。これは世界共通かもしれませんね。理由は2つあると思います。1つ目は、日本が島国で
季節の変化がはっきりしていることです。それから二つ目は、天気は誰でも話せる共通の話題だからです。例文を話してみましょう。私が昨日東京は28度まで上がりましたと始めたとします。相手は、もう夏みたいと反応してくれるでしょう。そこで、そうですね。アイスが欲しくなりますよね。と言ったりすると、会話が続きます。ここで便利な形容詞を3つご紹介します。今日は蒸し暑い。これは空気が湿っていて暑いという意味です。日本はとっても蒸し暑いですからね。あと、ひんやりもよく使います。聞いたことありますか？少し寒いですねという意味です。また、ポカポカもよく使いますね。気持ちいい、ちょうどいい暖かさの時に使います。会話を広げるコツは、体感を混ぜることです。例えば、蒸し暑いから髪を切りたいなとかです。自分の感情やしたいことを付け加えると、次の質問が来やすくなります。さらに、日本では季節の挨拶を手紙やメールで行います。例えば、梅雨に入りましたが、お元気ですか？です。梅雨は雨の多い時期という意味ですね。このフレーズを覚えるだけで印象の良さがぐっと上がりますよ。まとめると、天気の一言、自分の体感、したくなったことの3つを合わせると、鉄板のスモールトークになります。ちなみに、鉄板というのは成功しやすいことという意味です。2つ目は、食べ物の話です。日本では期間限定のコンビニの新しいお菓子、カフェの季節メニューはすごいですよね。期間限定は今だけ売るという意味です。では、会話例を挙げてみますね。セブンに抹茶ラテの新作出ましたね。と聞いたとします。仕事仲間が、もう飲みました？と聞いたとします。はい。ちょうどいい甘さで、リピ角です。ここで出る動詞リピというのは、リピートの略で、もう一度買うという意味です。書くというのは、確定という意味の略語で、カジュアルな言い方になっています。リピ確でリピートを確定する。それぐらい良かったという意味です。ポイントの一つ目は、
感想は一言で具体的に言うことです。甘すぎない。クリームがふわふわ。後味爽やか。などです。語感ワードを入れると共感が生まれます。ポイントの二つ目は、おすすめを聞き返すことです。他におすすめありますか？と返せば会話が続きますよね。さらに、スーパーの値下げ情報も盛り上がりやすい話題ですね。まとめると、食べ物、具体的な感想、おすすめの質問でお腹も会話も満たされます。三つ目は、交通状況に関してです。毎朝電車に乗る社会人にとって共通のストレスですよね。定番フレーズをいくつか挙げてみますね。例えば、今朝山手線が5分遅れましたです。あとは、快速が止まったので各駅で行きましたとかですね。大変だった話を入れると会話も広がりやすいですね。ちなみに各駅というのはすべての駅に止まる電車のことです。他にも車通勤なら高速道路が空いていてラッキーでしたというのもいいですね。ただ注意点もあります。交通トラブルでネガティブな話が続きすぎると暗くなります。最後に、でも駅員さん対応が早くて助かりましたなどポジティブで締めるのがコツです。まとめると事実、小ネタ、ポジティブな締めを組み合わせるのがいいです。そうすることで聞きやすくて反応しやすい交通の話題になります。四つ目はエンタメ系スモールトークです。例えばドラマ、バラエティ、スポーツの試合ですね。ドラマなら昨日の月9見ましたは定番です。月9というのは月曜夜9時の人気の放送枠という意味です。見ていなくてもまだです。ネタバレなしで感想を聞きたいです。と返すと盛り上がります。ネタバレは内容を先に言うことです。スポーツなら、大谷選手またホームランですね。はよくある会話です。相手が野球ファンならわからなくても動画で見たいですと興味を示せます。ニュースはポジティブなテーマを選ぶのが安全ですね。新しいパン屋が駅前にオープンしたらしいですよ。とか、来月市の花火大会が復活するみたいです。といったローカルな話題もいいです。ちなみに復活はもう一度始まることです。会話を深めるための相槌も必要です。例えば、
確かに。そうですね。なるほど。がありますね。相槌は聞いてますというサインです。まとめると、エンタメ情報、相手の興味確認、相槌を組み合わせるととてもいいです。5つ目のテーマは、週末や休みの予定です。予定はこれからする計画のこと。これも世界共通ですよね。私のいるスペインでは、皆さんこの話題ばかりです。今度の休日何をしますか？と聞くだけで会話が膨らみます。理由は2つあります。1つ目は仕事より明るい話で気分が上がるからです。2つ目は相手の興味や価値観が見えやすいからです。例えば、オフィスで金曜の午後を想像してみてください。連休は箱根に日帰り温泉行くんです。と言ってみたとします。同僚は、温泉いいですね。なんで行くんですか？と質問を返しやすくなります。日帰りは1日で帰る小旅行のことです。予定がなくても大丈夫。まだ決めていません。おすすめありますか？と聞いてみましょう。相手も自分の好きな場所の話ができるので会話が続きます。ここで役立つワードはリフレッシュですね。リフレッシュは心と体の元気を回復するという意味で使います。自然の中でリフレッシュしたいです。というと共感されやすいですよ。さらに雨予報なら家で映画マラソンの予定です。映画マラソンは続けて何本も映画を見ること。そこから何を見るんですか？と聞かれたとします。ジブリを全部と話が広がり、趣味トークへスムーズにつながります。ではまとめます。質問1つ。具体的な予定を共有。おすすめを聞いてみるの3つを組み合わせてみましょう。週末のワクワク共有で一気に距離が近づきますね。最後のテーマは体調、健康に関してです。体調大丈夫ですか？体調は体のコンディションのことです。日本人は季節の変わり目に体を気遣い合う文化があります。相手を気遣う、優しさを伝えるチャンスになります。例えば朝の会議前に、今日顔色いいですね。顔色は顔の血色のこと。逆にくしゃみを聞いたら、花粉辛いですよね。と共感すると、相手の緊張が緩みます。ここで覚えたいフレーズを紹介します。
無理しないでくださいね。無理は自分の力を超える行動をすることです。この一言で気遣いの意思が伝わります。自分の体調が不調なら、少し寝不足です。早寝しますと正直に言ってみましょう。相手も健康法をシェアしてくれるかもしれません。また、軽い運動ネタもいいですね。最近、朝にストレッチ始めました。と言ってみましょう。それ効果あります？と聞かれたとします。肩こりが楽になりました。と体験談を足すと話が広がりますよね。肩こりは肩の筋肉が硬くなって痛くなる状態のことです。まとめると、体調の気遣い、無理しないでというフレーズや自分の健康状態のシェアをしてみましょう。日本人の好む気遣いや優しさを見せるスモールトークで信頼感もアップします。今日は日本人がよく使うスモールトークを6つ紹介しました。ポイントの1つ目は、話しやすい共通の話題を選ぶことです。2つ目は、具体的な内容で短く話すことですね。そして、質問や相槌で会話のキャッチボールのリズムを埋めると最高です。まずは明日。今日はポカポカした天気でいいですねと一言かけてみましょう。何でもいいです。その一言が新しい会話の種になります。このエピソードが役に立ったら、ぜひチャンネル登録といいねをポチッとお願いします。またコメントで皆さんが好きなスモールトークも教えてくださいね。皆さんこんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日は屋久島という小さな島のお話をします。九州の南にある島です。この島は雨が多く森が深いです。1000年を超える大きな木がたくさん立っています。私が初めて行ったとき、島に降る水の音がずっと聞こえました。空気がしっとりしていました。まるで森が呼吸しているように感じました。森が呼吸するという表現は擬人法と呼びます。擬人法、聞いたことはありますか？ものを人のように表現することですね。今日は5つのテーマに沿って屋久島の魅力をわかりやすく紹介します。雨の島。
千年の森。かわいい動物。人と自然のルール。日本人にとっての屋久島の5つです。屋久島は東京から飛行機で2時間半です。鹿児島から高速船で2時間で着きます。地図で見ると小さな丸です。島の 75% が森で覆われています。島の周りの海にはウミガメも来ます。一月に35日雨とよく言われるほど雨の多さが有名です。一月に35日はほとんど毎日雨という変わった言い方です。1ヶ月は31日なので日数を超えてしまってますよね。なので森の木も川も一年中生き生きしています。この動画を聞き終わる頃、きっと皆さんの心にも雨の音が染み込んでいると思います。屋久島の森へ出かけたくなると思います。では、最初のテーマに進みましょう。屋久島では年に260日以上雨が降ると言われます。これは小雨も合わせたものですが、すごい雨量ですよね。小雨というのは少しだけ雨が降る天気のことです。雨量という言葉は、ある場所に降る雨の多さを数字で表すことです。島の雨量は東京の2倍以上です。なので森の土はいつもスポンジのように水を抱えています。雨量が多い理由は黒潮という暖かい海流です。また、高い山が雲を止める地形です。具体的に言うと、朝は柔らかい霧雨が降ります。昼は強いスコールです。夜は静かな小雨です。一日の中でも表情が変わります。雨の音を聞きながら歩くところを想像してみてください。木の葉から雫がポツポツ落ちますよね。川の水が白く跳ねる音が重なります。まるで自然のオーケストラです。雨音はリズム。
川の音はメロディー。鳥の声がハーモニーになります。ハーモニーは音が重なって美しく聞こえることです。耳を澄ませば森のコンサートが開かれていると気づきます。旅行者はレインウェアは必須です。ここでの必須というのは必ず持ってくるべきだという意味です。レインウェアは雨を弾く上着とズボンのことです。また、滑りにくい靴を必ず用意しましょう。雨を楽しむ心があれば、天気は友達になります。まとめると、雨は屋久島のエネルギーの源です。その雨が屋久島をユニークな存在にしてくれています。次は、屋久杉に関してのトピックです。森を歩くと、急に大きな丸い木の根が目の前に現れます。これが屋久杉と呼ばれる古い杉の木です。屋久杉は1000年を超える木を指す特別な名前です。なぜそんなに長く生きられるのでしょうか？理由の一つは、雨が多く、ジメジメした空気が木を守ることです。もう一つは、硬い土台の花崗岩が木をしっかり支えることです。例えば、有名な縄文杉はだいたい2000年以上。年齢というのは生まれてからの年数のことです。木の表面には時々大きな穴があります。中に小さな川が流れることもあります。そこに雨水が溜まり、新しい命が生まれます。私は幹に耳を当て、水が流れる音を聞きました。木の心臓の音のようです。とても静かで力強い時間でした。道にはウィルソン株と呼ばれる大きな切り株もあります。切り株という言葉は切られた木の根元です。中に入って空を見上げると木の形がハートに見えます。人気の写真スポットです。雨上がりに
森を深く吸います。木の香りが胸に広がります。体も心も新しくなる感じがします。まとめると、屋久杉は長い時間をかけてできます。日本ではなかなか見られない歴史と生命を感じられる木です。屋久島には島だけに住む動物がいます。ヤクシカとヤクザルです。ヤクシカは本州の鹿より少し小さいです。角も短いです。角という言葉は動物の頭にある硬い部分です。ヤクザルはニホンザルの仲間です。体が茶色いです。雨の中でも木の実を探して元気に動きます。天敵の狼がいないので、人をあまり怖がりません。例えば、道の周りで草を食べたりします。子供の猿が遊んだりする様子もすぐそばで見られます。早朝に歩いてみましょう。白いもやの中で鹿のシルエットが浮かびます。とても幻想的です。幻想という言葉は夢のように不思議な様子という意味です。観光客は可愛い声や動きに夢中になります。でも、餌をあげてはいけません。餌やり禁止は動物の健康と自然のバランスを守る大切なルールです。島の人は車を運転するとき、鹿が急に出てこないかスピードを落とします。こうした小さな心遣いが人と動物の平和な関係を作ります。まとめると、ヤクシカと猿は屋久島の森の顔です。訪れる人に野生の優しさを教えてくれます。次は島の生活についてです。屋久島の人口は13,000人ほどです。島の人々は森と海の恵みで生活しています。恵みという言葉は自然からもらうありがたい力のことです。雨をためるタンクで水力発電を行います。島の電気の多くを自分たちで作ります。理由は雨の多さです。
また、島外からエネルギーを運ぶコストを減らし、自然を守るためです。島の電気の 99% 以上が水力発電で作られているみたいです。町の小学校では定期的に森を探索します。子供たちがガイドと一緒に森を歩き、生き物を調べます。また、自然の大切さや守っていく方法を学びます。観光客向けのツアーでも、屋久島を保護するルールがあります。ガイドは、持ち帰るのは写真だけと何度も伝えます。これは石や木の枝を家に持ち帰らず、そのままにするルールです。何かがなくなることで自然が壊れてしまいますからね。また、島のバスは1日に本数が少ないです。時刻表をしっかりチェックすることをお勧めします。時刻表という言葉は、バスや電車の出発の時間を書いた表です。島の未来を考える優しい心が旅をもっと良くします。まとめると、屋久島の生活は自然と共にある知恵の宝箱です。訪れる人にシンプルで豊かな暮らし方を示してくれます。最後に日本人にとっての屋久島についてです。多くの日本人にとって屋久島は遠いけれど一度は行きたい島です。中学校の地理で屋久島を学びます。世界遺産に登録されたと知って誇らしい気持ちになります。世界遺産は世界で大切な自然や建物を守る仕組みです。私の友達も休みに屋久島へ行きました。帰ってすぐ、もう一回行くために仕事頑張ると言っていました。彼女にとって島は心の充電スポットだったそうです。充電は元気を貯めることです。屋久島は修学旅行も受け入れています。修学旅行はクラスで学びながら旅行する行事です。子供たちは街を歩き、木の匂いを嗅ぎ、日本の自然の深さを体で感じます。テレビ番組でも屋久島は
日本のアマゾンと紹介されますね。テレビを見る人は画面越しの緑の深さに感動します。恒例の登山クラブのメンバーは還暦の記念に島の山を登ったりもします。高齢は年を取ったことです。還暦は60歳を祝うことです。山頂で写真を撮ります。写真は家の仏間に飾られます。仏間は先祖を祀る部屋です。お土産屋では屋久杉の箸が人気です。木目は木の線の模様です。細かい木目とほのかな木の香りが食卓に森を運びます。屋久島は地図の上では小さいです。ですが、このように日本人の心には大きな森のまま広がっています。今日は5つのテーマでお話ししました。雨に関して、千年の森、かわいい動物、人と自然のルール、そして日本人にとっての屋久島です。雨が森を育てます。森が動物と人をつなぎます。そして島全体が一つの生き物のように呼吸しています。もし日本で特別な自然を体験したいなら、屋久島は最高の場所ですね。聞いてイメージが膨らんだら、地図を開いて計画してみてください。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日は会話が上手になるためのアドバイスとトレーニング方法についてお話しします。皆さんは日本語でドラマを見たりしていますか？単語をたくさん覚えたりしていますか？たくさん見て、聞いて、覚えても、話すとなると言葉が出てこない。そんな経験ありませんか？私もスペイン語で全く同じです。でも、あるコツを知ってから会話がぐんと楽になりました。そのコツの日本語バージョンを作ってみました。今日はとても簡単な3つのステップを紹介します。また、その前に大切なわかる日本語と
使える日本語のバランスの話もします。最後まで聞けば、すぐに日本語が上達する理論がわかりますよ。理論という言葉は、仕組みを説明する考え方のことです。この動画では、理屈だけの説明ではありません。すぐに日本語が口から出るようになるヒントもお届けしています。自分のペースで繰り返し聞いて、声を出してみてくださいね。では、まず、わかる日本語と使える日本語のお話から入ります。ゆっくり聞いてくださいね。最初に語学の理論でとても大切なバランスの話です。わかる語彙は聞いたときに意味が理解できる言葉の集まりです。一方、使える語彙は自分が会話で自然に出せる言葉です。わかる語彙が使える語彙の2、3倍あると会話が早く伸びると言われています。ここでのポイントは、無理に難しい文章を話そうとしないことです。まずは、聞いてわかる言葉をたくさん増やしましょう。それでいいんです。焦らずに、そこから少しずつ口に出る言葉を増やします。例えば、旅行という語を知っているとします。でも、週末に旅行しますと言えなければ、会話はストップします。使えるようにするには、一緒に使う言葉も覚えられるといいですね。例えば、週末、友達を一緒に覚えてみましょう。すると、すぐに週末に友達と旅行しますと言えるようになります。このようにインプット、新しい言葉を入れることが大事です。また、アウトプット、言葉を出すことをセットで繰り返すことが大切です。そうすると、わかると使えるとのギャップはどんどん小さくなります。インプットという言葉は、情報を中に入れることです。アウトプットは中にあるものを外に出すことです。ここでおすすめなのが、聞きながらシャドーイングをする練習です。
シャドーイングとは、音声を1、2語だけ遅れて真似する方法です。新しい単語を耳から取り込みつつ、すぐに口でも動かします。なので、わかるが使えるに変わる速さがアップします。5分でいいので、毎日続けてみてください。そうすると、自分の中のカードゲームの手札が急に増えるように感じられますよ。まとめると、インプットとアウトプットをセットで行うことが大切です。次は、リアクションに関してです。リアクションという言葉は、反応のことです。会話が止まらない人を観察してみました。すると、まず、そうなんだ。へえ、がとても上手なことがわかります。この小さなリアクションは、聞き手の気持ちを安心させる魔法のボタンです。なぜ大切かわかりますか？相手は自分の言葉が届いたかどうか、あなたの顔よりも早く声で感じ取ります。だから1秒以内に小さく答えるとリズムが生まれ、会話が切れません。特に日本人はこの相槌と言われるリアクションが好きです。トレーニング方法はシンプルです。まず、ゆっくりした日本語のポッドキャストを聞きます。話し手が質問しているのか、ただ情報をあげているのかを聞き分けましょう。そこで、はい、いいえ、そうですか、を声に出してかぶせます。例えば、今日は暑いですね、と聞こえたとします。すぐに、そうですね、と言ってみましょう。質問が来たら、はい、いいえ、で返す。この練習を1日に5分、タイマーを使って集中して行います。ポイントはタイミングと声の大きさです。タイミングは一呼吸以内。大きさは自分が聞こえるくらいで大丈夫です。鏡の前でやると表情がわかり自信がつきます。他の言語では文をすべて理解してから返事をする習慣
があるかもしれません。日本ではまず反応、その後で文を作る方が自然です。これはリレーのバトンのようなもの。相手が走りながら渡すバトンをあなたがすぐ受け取れば流れは止まりません。あ、わかったの代わりに、へえ、なるほどを声に出す練習を今日からやってみましょう。話も続くので、すぐに日本語も上達しますよ。まとめると、リアクションで会話の流れを作れると、上達も早いです。リアクションが自動で出るようになったら、次は短い答えです。ここで知ってほしい新しい言葉が2つあります。クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンです。クローズドクエスチョンは、はい、いいえで答える質問です。オープンクエスチョンは、どうして?どこで?など、具体的に答える質問です。聞いた質問に答えてもらえないと、相手はストレスになります。それぞれに合った長さで答えましょう。聞き手はストレスなく会話を続けられます。オープンクエスチョンのトレーニング方法は簡単です。いつ、どこで、誰と、何をで答えるだけです。例えば、週末、家で、友達と映画を見ました。と声に出してみましょう。ここで大切なのはスピード。単語の選び方よりもテンポを先に身につけます。テンポという言葉は速さです。さらに自分の好きなテーマでミニ自己紹介を作ってみましょう。例えば、私は音楽が好きです。毎朝7時にギターを弾きます。よく使う話題を3つほど用意し、スマホで自分を録音しましょう。自分の声を聞くと、小さなミスや速さがすぐわかります。例えば、週に3回、これを繰り返してみましょう。1ヶ月後には、ではあなたは?と聞かれても、慌てずに答えられるようになります。
会話では正確さより流れが大切。日本語の母音は5つしかありません。なので、少し発音がずれても意味が伝わることが多いです。それより、と間を空ける方が相手を不安にさせます。なので、素早く短く、まずは回答します。その後、必要なら情報を付け足す方法をおすすめします。この順番なら、頭の中の整理が追いつき、表情も明るく保てますよ。まとめると、テンポよく、短い答えを作れるようにしましょう。その後、必要であれば情報を足しましょう。そういった後から足す情報を補足情報とも言います。最後のステップはお願い表現です。お願いという言葉は相手に何かしてほしい時の言い方です。日本では直接これをくださいというのは丁寧な言い方ではないです。前置きや相手への配慮を入れると感じが柔らかくなります。例えば、すみません。今ちょっと手伝っていただけますか？です。すみませんと入れることで、すごく感じが柔らかくなります。この一文で心のドアが開きます。大事なポイントは3つです。1つ目は前置きフレーズを選ぶことです。前置きフレーズは枕言葉とも言います。例えば、先ほど言ったすみませんは代表的です。また、もしよかったらやお時間があればも一般的ですね。2つ目は理由をつけることです。文法に間違いがないお願いや会話をしたとします。でも、なぜそれを言われているのかわからないと、日本人は困ります。理由を付け加えることで、会話もスムーズになります。例えば、レポートを早く送りたいので、急いでもらえますか？といった感じです。3つ目は、感謝を先に言うです。例を作ってみましょう。もしよかったら、
駅までの道を教えていただけませんか？私は方向音痴で、すぐ道に迷ってしまうんです。本当に助かります。相手がいいですよと言いやすい長さとトーンも大事ですね。例えば、叫ぶように言うと、言われた側もびっくりしてしまいますよね。実は単語の知識以外にも会話が上達する方法はたくさんあります。毎日一つ SNS やメッセージで実際に送っても効果が上がります。リアルな相手にお願いをしてみましょう。返事をもらうことで言ってみた、通じた、嬉しいという成功体験が生まれます。小さなお願いができれば、将来の大事な相談もスムーズに言えるようになります。このステップまで来ると、あなたの会話は相手中心になります。ここまでのヒントもすべて相手に配慮を向けていますよね。相手のことを考えられることはとても大事です。あなたの語彙がまだ少なくても、聞き手は優しい人だと感じ、会話時間が伸びます。また、上手なお願いはコミュニケーションを生み出します。お願いができる人は、情報を引き出す質問も上手になります。なので、先ほどの3ステップは、知りたいことを知るゴールのためではありません。次のレベルへのドアのようなものですね。まとめると、3つのステップでお願いを柔らかくし、会話を一歩深くしてみましょう。知りたいことを知れるだけではありません。日本語のいいトレーニング機会になります。今日のポイントは4つです。1つ目は、わかる語彙を増やし、使える語彙を増やすことです。2つ目は、いいリアクションで会話を広げていきましょう。3つ目は、テンポよく相手の質問や会話に答えられるようにしましょう。最後に3つのステップでお願いをうまく使いこなしましょう。このポイントを意識していれば、話す機会は増えます。会話が増えると、会話は必ず
前より楽になります。明日の朝、ぜひ一つ目のポイントからスタートしてください。このチャンネルでは、これからも日本語に関する動画を上げていきます。また、簡単で楽しい会話トレーニングのヒントもシェアします。面白かったら、いいねとチャンネル登録をポチッとお願いします。コメントで今日やってみようと思うことを書いてもらえるととても嬉しいです。はい、2025年の人気動画トップ20いかがでしたか？これ覚えてるっていう懐かしい話もあれば、へえ、こんな動画あったんだっていう発見もあったかもしれませんね。正直、こうして振り返ってみると、私、今年もいろいろ喋りましたね。こうして動画を作り続けられるのは、間違いなくいつも見てくれている皆さんのおかげです。皆さんからのコメントやいいねが私の毎日のエネルギーになっています。本当にありがとうございます。最後に皆さんに質問です。今回のランキングの中で一番面白かった、または勉強になった動画はどれでしたか？私はこれが好きっていう推し動画をぜひコメントで教えてください。全部読んでニヤニヤしながらハートマークを押しますからね。はい。2026年ももっと楽しくて、もっとリアルな日本語をお届けしていきます。一緒に日本語学習頑張りましょう。それではまた来年の動画でお会いしましょう。良いお年を。綾乃でした。バイバイ。